8日目、歩き出すデー。おはよう。おつ。一致、おはよう。今日は名古屋まで。8日目。一致おはよう、寒くないか？大丈夫だった。そうかよかった、名古屋まで頑張って、うまいもの食ってくれやで。一致おはよう。岡崎城？岡崎城越えて安城市あたりの国一かな？まさか安城のドンキホーテのあたり？豊川市？岡崎。ありがとう、岡崎市か。ペース早いな。このペースなら今日中に名古屋越えそう。今日は朝早いな。今日も気ぃつけて頑張れ。一致おはよう。少し空気が冷たくて気持ちよさそうやね。マジで交通マナー悪いから、愛知県民として申し訳ない。気をつけてな。一致おはようさん、まだ暗いし、人通り少なくて飛ばす車多いやろうから気をつけてな。3月、気をつけるで。一致おはよう、今日は早いんやね。一致おはよう。小指の状態はどうですか？ホテルで要確認やな。おはよう一致、今日もご安全に。おは足の小指を負傷したの？豆やな。とりあえず、いい感じのお風呂目指してる感じ？今日は多分まっすぐ名古屋だと思うで。名古屋のユートピア宝かコロナワールド。ここは岡崎インターのとこやな。一致、朝早くからご苦労様です。朝ごはんちゃんと食べた？お前らあんまり次々に質問するなや。いちいち立ち止まって書き込むのめんどいんやで。歩くの邪魔してどないすんねん。確かに。質問は控えるわ。すまん。エネルギー補給できたで。おはよう、早いね。おはよう一致。おはよう、今日もご安全に。みんな3月。お、始まってる。今日も一日ご安全に。綺麗な朝焼けね。一週間歩いて疲れが溜まってると思いますが、怪我だけはしないでください。今年もこの時期がやってきたか。一致、マジで何事もなく、無事に旅を完遂してくれ。足元周囲の確認よし、ご安全に。少し寒そうやけど、歩くには空気心地よさそう。朝歩くの気持ちよさそう。少し散歩してくる。岡崎市役所前やね。今日も晴れそうでよかった。名古屋の天気。今日もいい天気でよかった。週末は運転不慣れなドライバー増えるから気をつけてや。おはようミキ、夢に一致出てきたわ。やっぱり朝早いんやな。今日も一日気ぃつけて。アスケって変わった土地名、人の名前みたいやな。もう岡崎か、早いな。安城にはどのくらいで着くだろう。昨晩スネークしたおっさんやが立ち止まらせてしまって悪かったな。とにかく一致の無事を祈ってるで。大丈夫やで。この至って9割が優しい世界だよね。岡崎城。がっちりしたもん。一致おはよう、早い出発やな。今日も旅の安全を祈る。いい天気やな。早いって言ってたけど、朝ほんと早くて草。早朝の誰もいない城回るとか贅沢やな。関東って岡崎城みたいの全くなくてな。岡崎城公園。せやな。朝の城は気持ちいいね。家康様もにっこり。早朝の街って最高だよな。空が高いわね。気持ちいい写真。ほうほう、ほっほう、ほうほう、ほっほう、が聞こえてきそうやな。ほっほう、ほっほほうだろ。どっちも合ってる。装備重量はどのくらいなの？測ったら12くらいだった。重いな。すごい。旅の途中でこれは絶対に食べようと思ってるもんとかある？例えば名古屋の蓬莱軒でひつまぶしとか。もつ鍋。もつ鍋いいやん、楽しみやな。山中とか。おはよう、早いのね。一致おはよう、今日も頑張ってな。昨日って浜松から岡崎やろ？今までの最長距離なったん？多分以前にもうちょい長く歩いた日があるはず。すごいな。一致おはようございますやで、足と靴は大丈夫か？ぼちぼちやな。雲消えてきてる、いいお天気になりそうでよかった。お城って道沿いから見えるんやろか？ここからやと岡崎、名古屋、大阪、姫路、いっぱいありそう。お城好きな人にはたまらんコースかもね。静岡抜けたか？抜けた。おめ。もうすでに5キロ以上歩いてるのか、すげえタフさ。雲一つない晴天、暑くならないことを祈るで。よう見たら雲ちょっとあったわ。ご安全に、やで。おはいっち。愛知の天気予報で日中29度だってさ。まだ夏やな。それは暑いな。朝の涼しいうちに距離稼げるといいね。安城へ。今日はペースが早いね。岡崎抜けたか、岡左衛門に襲われなくてよかった。新幹線が止まる街にも地味なとこあるんよね。新富士とか掛川とか、安城もやろか？土曜日の朝だからかな？国道なのに車が少ないね。今日も頑張ってな。歩いてるやついんのか、週末に徒歩すれ探すのがワイの密かな楽しみや。今日の一致はいつもの徒歩にき？
差し入れいただいたで、サンキューガッツ。少し休憩。ナイススネーク。ナイススネーク、おはよう一致、今日もご安全に。ご安全ってなんかムズムズする。現場作業で使われる古式床式言葉やで。勉強になったわ。ナイスだスネーク。スネーク。大佐。ワイ割りキットのつもりやった。すまんそっちか。再開。今どこ産業。安城。近くて草。遠い昔に名古屋、東京間を自転車で走ったことあるけど、きつすぎて死んだ。一致すごすぎやな。20代とはいえ、マジで化け物だわ。6時間程度の睡眠で50キロ歩き続けるとか。名古屋入りしたんか？安城言うてるやろ。朝4時から歩いてるんやな。徒歩旅ガチ勢はすげえわ。いい天気や水分補給しっかりな。明るい時間を全部フルに使えるのはいいですね。ずっと1号で行くなら、名古屋入るあたりに赤いゴリラがおるで。そこのファミマでアクセルとブレーキ間違えて危なかったわ。一致、これで手も勝負するんちゃうけ？今日はどこまで行けるんやろね、楽しみや。早い時間に名古屋に入りそう。これは安城のドンキホーテ近く？せやな。一致、ドンキ通り過ぎたあたりで車の中から見つけたでー。頑張ってー。コマ ?3 月。出勤途中やったんや。じりじり照らされて暑そうに見えた。通り過ぎるタイミングで窓開けて、頑張れー、言おうとして勇気なかった。わい名古屋に住んでるから、今日はこのスレに張り付いて名古屋到着をリアタイで見るわ。名古屋からは国一はやめて、北上して滋賀に向かった方がいいかもしれん。国一は三重県に入ると何もない峠道になるし、遠回りだから。ちょっと洒落た路面。ここに映ってる機械な家は何なんやろ。蔵かなんかちゃうけ？店舗かもしれん。まあそんなとこじゃないかとは思うけど。今の都会っ子は蔵も知らんのか。蔵にしてはちと綺麗すぎる気がしてな。今更やが、なんか雲がすごい。多分今夜あたりに名古屋で震度7やろな。やめえや。鱗雲イワシ雲言おうと思ったのに。ずっと直線。そういえば朝ごはんまだなん。そういや朝飯の話ないな。道の駅にミニストップあったのに。ガードレールのある歩道は安全でええね。多賀大社行くなら関ヶ原経由になるからどの道北上やろね。多賀大社って何があるんや？お多賀さんの縁結び。縁結び、一致もそういう人いるだろうね。いたらこんな旅に出れんやろうけど。なんで新幹線が止まる街で休養日取るかわかるか？彼女を呼んで一緒に観光するためやぞ。ゲスの勘繰りすぎて草。自由へ。自由は友達やで。昨日豊橋入ったとこまで見たけど、もう自由入ったんか、すごいな。自由名物、大あん巻きがあるじゃないか。あん巻きはあんこが入ったやつだよー。藤田屋の外にあるトイレも立派よな。ツーリング客もたくさん来る休憩スポットやで。徒歩に騎士道早すぎー。今日も一日ご安全にやで。空綺麗やな。東京はどんよりした曇り空や。自由の牛田のあたりかな？藤田山であと少し。自由は藤田屋の大あん巻きも良いが、小松屋のあん巻きも良い。名古屋が見えてくると、東海道もだいぶ進んできた感があるよな。名古屋越えたら関西圏が目の前や。朝早かったようやけど大丈夫？ぼちぼちやな。綺麗な鱗雲やな。まさか。いい前兆じゃないな。イワシだったっけこれ。地震雲ではないだろうから安心して。また降るんかな。地震雲なんて存在せんやろ。地震雲って帯状のものなんじゃないの？地震雲は飛行機雲みたいに長く流れてる感じ。今日の目標って名古屋やったか？宮から船乗るんか？いい空の色しとるね。少し休憩。土地のおやつええやん。箱にから衣の単価が書いてあるわね。お、珍しく土地柄名物食べるんか。差し入れ？買った。美味しそうやね。 10時前なのに店やっとるんやな。食いねえ食いねえ。藤田屋公式。うまそう。カロリー消費すると甘いもん食いたくなるよな。相当疲労度蓄積しとるね。この一致の消費カロリーならまだ足りないくらいやろ。糖分と炭水化物で即エネルギーになりそうやからナイスおやつ。東海道沿いなら休憩や泊まる場所はいっぱいあるか。すごい、昼過ぎには名古屋市街行けそうやな。藤田屋ってでかいんやね。ストビュー見てびっくりしたわ。徒歩2機が土地のもの食ってるのが結構レアやな。たまたま目に入って食いたくなったのか、以前から食いたかったのか。体が求めてたんやないか。前々から気になってた。なるほど。けど和菓子だけじゃ足らんやろ。やっぱ飯はがっつりいかんと。大あん巻きの天ぷらなんてのもあって草。発想が名古屋やな。再開。相変わらず気になる雲の大群。和菓子なら名古屋には厚滝嫁餅とか、納屋橋まんじゅうとかもあるで。
疲れた体に甘いもの入れてまた歩く、いいよな。さっき何のあんまき食べてたん？なんか色々種類があるみたいやから。あんまき何味にしましたか？確か色々あったよね。抹茶。そうか、3月。一致は何百年も昔にこの道を通り、藤田屋であんまきを食べたんや。てか全国回ってるからな。まあ、毎回通るたびにおすすめされるだろうからな。さて、そろそろ愛の家の近所、差し入れ渡しに行くわ。そうなんか。もう歩いて会いに行ける、3年前もあったよ。うまく渡せるといいな。スネーク感謝や、徒歩2期によろしくやで。みんなよくタイミング合わせられるわな。一致はサングラスいる？余ってるんやが。グラサンもええけど、日よけならサンバイザーのが良さげやが。どこまでも続くイワシ雲。やね。一致、夕方に名古屋で差し入れって可能か？大丈夫やで、名古屋のどこにいるかわからんけど。了解、また夕方頃にレス見てみるわ。刈り合え。雲の各分散ぶりがなんとも。今回は通らんやろけど、桑名の安長餅。稲沢の松屋長春さんの羽二重餅。朝7時の整理券がないと購入不可。一宮駅裏の大口屋さんのあんぷさんキラ。大垣の餅総さんの水まんじゅう。終わりはスイーツ多めやで。なんでや。一宮はモーニングの街や。夕方5時までやっとる。一日中モーニングもあるやで。米田は11時まで。熱田神宮の清め茶屋ってもう再開せんのかな？閉店してしまったみたいやけど。閉店？今知ったわ、衝撃や。そうやねん、閉まっとるらしい。ネットには改装中とも書いてあるんやけどな。コロナ禍の改装補助金出るやで、今改装しよる店舗多いやで。老朽化で一気に改装しよるんかもな。そうなんか、じゃあまた開店するかもやね。安心、確かにテラスの手すりとかボロボロやったし。今渡したで、約1000キロカロリーを。お前らの気持ちを。ナイススネーク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 。1000キロカロリーって何渡したんや。すげえカロリーやな。ナイススネーク。ナイススネーク。今日は土曜日、スネーク多そうだ。差し入れいただいたで、サンキューガッツ。1000キロカロリーの差し入れ気になって、ラーメンしか喉通らんくなるやん。1000カロリーは間違えたわ、すまん。間違えたんかい。テーピングと大きい絆創膏。お昼ご飯は名古屋まで我慢かな？一致は多分昼飯に悩んでる。一致今日中に大垣まで行くん？そんなに歩いたら一致の足取れちゃうよ。一致の昼ご飯予想。1、ひつまぶし。2、赤から鍋。3、喫茶マウンテン。4、ラーメン。マウンテンなら最近始まった限定メニューもあるし、おすすめやね。1号線やろ？一番近いベトコンラーメンは新京名古屋伏見店やな。エネルギー補給したから3時のおやつまで我慢やろ。今どこ？刈足のあたり。3月。一致って183センチの71キロだろ？なかなかの細マッチョだよね。がっちりした柔道体型かと思ってたわ。人との距離感も絶妙やし、モテるんやろうな。阪神の井川に似てるっていつかのスネークが言ってたし。まあ細くないとこの長距離は歩けんわな。膝やられる。体重まで把握されてるのは草やな。本人談や。そうなんか。あれだけ歩くとどれだけ体重落ちるのかと思い、聞いた。なんか序盤で測ったら落ちてた言うてたわな。確か。そうそう、さすがに書き込みや昼飯の量から推測したわけじゃないよ。そんな熱狂的信者おらんよ。それだけで推測できたら大したもんやがな。イワシ雲とフックラ雲とのコンチェルトやな。高速道路のインターチェンジって徒歩旅の敵だよね。明治トンネルあたりの遠回りはひでえと思ったわ。道を知っていると普通にバイパスのトンネルも歩ける。マップ最大拡大してもわからんから、やっぱ道路は知ってる人の特権だな。いつからやってるんやっけ？2日あたりじゃないかと。1週間くらいか。マニアは怖い。わかりやすい。昨日からエクセルの表、レベルアップしとるやん。マニアじゃないよ、単なるストーカーだよ。あと消費カロリーも。Google マップで徒歩2機がおるところ見つけると自分も旅してるみたいな気分になれるわ。ワイも前は追ってみてみたけど、面倒だから今回はやめた。少し先に飛ぶと、一致の見る景色、先行体験できるのええな。たまに目印になる場所が映ってて、ああここ歩いてるんやな、ってわかる。写真たくさん載せてくれる徒歩2機に感謝だわね。看板とか交差点見て、地図上から探すの楽しいわ。今日、ストリュー先輩おらんの？まだだわね。これでええんやろか？いつものストビュー2機か？ちゃう。了解、3月。臨時ストビュー2機。おお、食材の配具合が違うのによくわかったな。ああ、地元近辺に来たら、こっちの方が歩きやすい道だわよ。
って教えたい、うずうず。豊明。さっき1000カロリーを渡してきたけど、半日もたんよ1000カロリーじゃ。会えたん。 3年ぶり、さらに絞れてジョルのジョバーナになってたよ。ジョナサン・ジョースターを想像してたんが、そっちなんか。で、何渡したん？カロリーメイト、スナックプロテイン、栄養ドリンク。1000キロカロリー余裕でありそうや、ナイススネーク。しかも来週は雨や、さらに一致のパワースポットが消費する。みんなポンポン空いてるなぁ。間違って大恥かくのとかおらんのやな。すごいコミュ力で脱帽。数日ぶりに来たら、もう来たやんけ。ほんまいい天気やね。雲が多う、雲が流れる、先に回るのは秋の空。流れる雲を追いかけてサル岩石か？サザンの流れる雲を追いかけてや、原坊が歌ってる、バラッド77、82に収録されてる。すまん。脳内再生されたわ。Y も含め年代がわかる。小中学校の大先輩がサザンの原優子様や。すげえ、Y の大先輩は村西徹や。後輩はアルコピースの平子や。サザン好きやけど、その時代まだこの世におらん。天気ええな。3時間くらい散歩してこよう。頑張れ一致。洗濯日和やな。雲もこもこや。朝4時半から歩き続けるとはすげえな。愛知西部勢の Y、今日明日残暑で暑くて申し訳なくなるやで。手前のラーメン一国道は時間的に入らんかったんか。中京競馬場によって運を試そうぜ。南 J 特別協賛徒歩2期頑張れはい。笠松のネーミング買うのか？今、笠松のネーミングライツ再開したんかな。徒歩2期の歩くコースなら、個人協賛なら老後の園田ができるっぽいね。ボートレース琵琶湖では歩く日に合わせて園田とか佐賀も買ったら面白そう。いいね。徒歩2期とことこレース。もうすぐで桶狭間だね。そういえば今回はタイムリミットあるから、途中で観光はなしなんかな。もうすぐ名古屋市じゃん。早えな。この先お店も多いし米田もあるし、住みやすそうやね。昼ご飯は名古屋入ってからなのかな。名古屋へ。おめでとう、そしておつ。とうとう名古屋か。昼前に名古屋入りすごい、おめでとう。おめでとう。おいでませ名古屋へ。名古屋突入おめでとう。地理には疎いんだけど。これってかなりハイペース？かなりハイペース、ツインターボの逃げくらい。そうか、3月。マスク着用って空目した。誰がうまいこと言えと？お前もうまいこと言うとるやないか。1、身体的距離の確保。2、マスク着用。3、手洗い。名古屋かに住めば映画。このスレ、親父ギャグが増えてきてるぞ。今日のダジャレスレはここですか？違いますが許します。徒歩2期、プリティ号か。一致を美少女化してアニメ化したり、コミカライズしたりするんか。マジでそんな日常系漫画が出てきたらどうしよう。そんなん出たら買うわ。中京競馬場か。ところでマスクつけて歩いてるん？人がおらんとこなら、マスクから鼻は出しててもええと思うで、息苦しいやろうし。でも口マスクだとしても苦しいわな。蒸れるし。人おらんかったらマスク外してええぞ。屋外はマスクいらんやろ。まだ暑いんやし、難療苦療やね。そろそろお休み日出てきてもええんやない？桶狭間。ちょっと戦ってこ。名古屋駅までざっくり3時間くらいやね。宿はもう決まっとるんか？一致、ホテル見つかった？名古屋民はおすすめホテルリストアップしたって？コンフォートしか知らねえ。市内のホテルなんて使わないんだよな。ホテルの前にビジホより快活より野宿。休憩中に撮ったで。よかった。宿確保きたー。宿取れてよかった。あとは、昼ご飯食べてホテルを目指すのみ。明るいうちに入場できそうやな。宿の確保ができたとなると、今日は予定が立てやすいな。朝早かったしゆっくり休んでほしいわ。うまいものも食べてほしいわね。よく土曜に宿確保できたな。宣言明けで混んでるやろうに。頑張っとるね。名古屋駅か？名古屋は歩行者も煽られるのか？今日はどこまで歩くんやろか？画像がアップできない。昨日もあげれんかったわね。どしたんやろね。電波の良い場所で。行けた。やったぜ。左京山か。名古屋だがや。あと2時間とかでホテル？どやろな。名古屋はここからが遠いんや。そうだ、一致は油断しない人、100里を行くもの90里を半ばとす、だっけ。経験者の一致が言うと、ほんまに遠いんやろなと感じる、重みがあるわね。ストーカー情報によれば、あと3時間。名古屋通過コースは、空港線か、19号か、江川線。どれかな？洗濯と消耗品の補充も今日できそう？せやな、消耗品はまだまだ大丈夫そうやけど、洗濯は急務や。山崎パントラックやん、懐かしい。山崎パンのトラックや、
桶狭間の古戦場公園はがっかりスポット、ほんまにダダの公園。古戦場の跡が残ってたら怖いわ。ちょっと掘ったらお骨が出てくる史跡公園とか嫌だわ。桶狭間。険しそうな地名やな、なお。名古屋入りおめでとう、いらっしゃい。横綱ラーメンって東海のチェーン店なん？たまに見るな、愛知の郊外やけど。刈谷にいた頃通ってたんを。ラーメン横綱って、どの店もクソでかい看板のイメージやな。横綱食べたい。白鵬でええか？鷹の花なら食べてで。横綱行ったらネギたくさん入れるんだ。名古屋で泊まると思ったが、通過する感じ？まだ中心地目指してる。台風召喚していい？そういや昼飯は？ホテル着いたら食べる。そっか、まだだいぶかかりそうやな。ワイも飯食ってくるわ。目の前にあるのに。飯いいや。飯や、気になる。真似してラーメン食ってきたで。ソースカツ丼が維持、湧きそうな予感。出発から1週間で名古屋か、ほんま早いわね。今日は名古屋泊か。徒歩2機の見客なら、下手すると名古屋市突破するかもしれんな。すげえ、頑張れ。名古屋ええなまた行きたいで、一致地元で待ってるで今日は洗濯終えたらゆっくり休んでな今日は早めの休憩なんね。ゆっくり休んでおくれ。名古屋通過なん？名古屋より北の郊外にホテルあんまないで。今日はホテルなんだね、よかった。おお、ここの道通ったことあるわ。名駅まで残り10キロ切ったやん。今日は名古屋でゆっくりかな。体休めてな。今回も熱田神宮お参りしていくの？このまままっすぐホテルちゃうかな。ゆっくり休んでほしいわ。わいはそろそろ秋田のスガキ屋でラーメン食ってくるわ。ゆっくり休んでや。まず、ホテルでシャワーやな。名古屋のスネーク、誰かとほにきに、熱田蓬莱券おごってやってくれ。一致ほどの人気者なら、すでに戦略があるんとちゃうか？あの店地元人におすすめされたんやけど、人並びまくって食えんかったんよな。徒歩にきにはぜひ食ってもらいたいから、誰かおごってあげて。わいは1時間待って食った、予約なし。熱田蓬莱軒一回食べに行ったことあるわ。うまき定食をぬぬめ。うまそう。わいは開店30分前に行ったけど、20人くらい並んでて、諦めて帰ったわ。唾液洪水や。わいも9時半に並んで、入店13時の予約やったで、今度食べられたらええな。やっぱ予約なしだとそれだけの覚悟がいる店なんやな。今度名古屋行くときは事前準備しっかりしとくわ。並んで食う価値あるの、うな富士くらいやろ。わいは松屋でええわ。12日からやけど。うなぎ食べたい。今日のお昼はうなぎか？今回は多賀大社だけか。一致割とお参り好きよね。とりあえずお風呂にゆっくり浸かって、豆しい足のメンテナンスやね。うまいもんでも食っていってや。日野の2トン本社ってそこにあるんか。トン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 日野の2トン、夏い CM を思い出した。愛知、日野自動車本社がそこなんやね。ようわからんが、日野の2トンは神戸日野らしい。はえ。日野市が本拠地と勘違いしとったわ。普通の日野自動車は東京の日野市に本社があるで。差し入れいただいたやで、サンキューガッツ。ナイススネーク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 。ホテルにチェックインしたら名古屋市内散策するんかな。今名古屋か？すげえな。急に田舎になったな。スネークもっと来いよ。大垣で刻むパターンだな。西大須の交差点通ってくれたらスネークするで。今名古屋のどこや？熱田区。この3車線一通なんやね。ストビュー見たら車がみんなこっち向かって走ってて、びっくりしたわ。大阪には4車線か5車線の一通があったな。大都会は初見殺しのヤバ道路が多いイメージある。いろんな都市を運転したが、名古屋の運転が一番怖い。ワイもいろんなとこドライブ行ったけど、名古屋と大阪は怖かった。大阪の首都高の車線変更も鬼やったし、あれは田舎人を殺す道路だわ。確かに、車1台分の隙間に割り込んでくる。新堀川沿いかな？名古屋って意外と田舎なんやな。大須行くとスガキ屋たくさんあるぞ。熱田区の宮の湯か、お疲れさん。宮の湯やな。まっすぐ行くと栄やな。SKE 劇場行こうぜ。銭湯入らんのかい。一致って優しいよね。なんとなく一致の足跡特定できる写真撮る。名古屋か。名古屋かなんとなくクリスタルにロマンやな。ヤバトンの本店で味噌カツ。一致、ホテルのベッドで寝るの久しぶりやな。今日はホテルなん？せやな。3月、ゆっくり足伸ばして休むとええで。がっつり名古屋ってわかる風景。有言実行で本当に名古屋に着いたな。お疲れさん。朗報、出発から8日目、名古屋到着。お疲れ様でした。
どこかわからんけど、久屋大通りか？お通夜で。お疲れ様でしたホテル行きます。早く出た甲斐があったな。ゆっくり今夜は休めるね。せやな。明日は休養？それとも歩くんか？明日は関ヶ原の手前くらいまで行く予定やな。今日より朝はゆっくりめやが。応援してるで。一致おつ、ゆっくりしてな。ワイは洗濯物取り込むで。今来た産業。一致、名古屋に到着。一致、無事に名古屋到着。今からホテル。関ヶ原の手前となると、大垣か。関ヶ原から彦根まで、道の駅あんまないから気をつけてや。多分明日は大垣までで、明後日は大垣から彦根までやな。俺の計算では、マリンワールド到着は28日や。っていうかなんで海の中なんや？ワイもよく鹿の島で釣りするけど。なんかええやん。海に挟まれた道やからやないの？お、ということはうちの近所を明日通過するんやな。なんやドキドキするやけど、これは恋？大都会名古屋味を感じるわ。その名の通り栄えとるなぁ。最近は名駅の方も栄えとるやで。やっぱ栄か。とりあえずチェックインやな。大垣に一致の一夜城が立つんですね。須磨水族館の時も関ヶ原経由だったっけ？須磨の時は名古屋で一泊後、樽井に泊まっとるね。 3月。お、関ヶ原経由になりそうなんか、彦根で待っとるで。千奈国道22号線は歩道はほとんどないから、旧国道の県道190を名古屋から一宮に抜けた方が楽やで。一宮から県道18号、大垣一宮線になんとかして出て、一気に西へ。濃尾大橋渡って、羽島から大垣に斜めの道を行った方がええやで。難関は一宮のゴミのような道や、地元民の愛でもまだ迷う。名駅の秘書つうとんがりはもう撤去してないんだっけ？もしまだ名古屋駅前にある秘書とんがりがあれば見てもええな。あと半年で完全撤去でどっか知らんとこへ移転予定や。ついでにナナちゃんも。栄で遊んでいこうや。とりあえず健全にヤバトンから行こう。かっこ提案。おごったって。名古屋来ても晩飯ラーメンになりそう。一致、台湾ラーメン行きそうな予感。マウンテン登頂して。栄屋と店んかな。名古屋名物台湾ラーメンアメリカン白心。自分は台湾ラーメンより汁なし台湾ラーメンの方が好きや。洗濯してご飯食べて寝るやで。お疲れさん、明日からも気ぃつけや。お疲れ様やで、ホテルのパリッとしたシーツ好き。豆の手入れできるな。お疲れ一致。一致お疲れさん。お疲れさん、ゆっくり休んで明日に備えてな。仮眠して夜繰り出すんか？枕が2つ。ナナちゃんの分や、草。ダブルだな。ナナちゃんと同勤したら押しつぶされてまうで。昔、ナナちゃん人形の股の間を通ったらナンパ待ち、つう謎の暗号があってやな。ただナナちゃんを避けて端っこ通るのもめんどくさいんやわ。さーて、一致の夕飯が気になってきたやで。今日の保歴？お疲れ様でした。うまいもん食べてゆっくり休んでください。ようやく3分の1やな。まだまだ旅はこれからやで。お疲れゆっくり休んでな。お疲れ一致お疲れ。一致おつ、なんとなく名古屋行きたい。400キロ超えたわね。20日までに広島あたりに行っとれば楽勝やな。洗濯日でもこの距離か。名古屋飛ばさない一致好き。しかしすげえな、毎日50キロ歩いてる割に飯食う量が足りてない気がするわ。小指アップして。無事完歩できたら見せるわ。やべえ、ちょっと目を離した隙にクソ近所まで来てたやん。来週天候崩れるから一致が心配や。お通夜で、ゆっくり休んでや飯は外で食べるんか？せやな。とりあえず風呂入ってご飯食べてくるやで。今日は名古屋で疲れを取れたらええなって感じやな。明日の気温、愛知西部、最高気温26度、今日よりは過ごしやすいで。お風呂ご飯行ってらっしゃい。ごゆっくりお休みやで。その辺のラーメン屋となんでもあるな。関東から徴兵して北九州の先森に向かわせたとか聞くと無駄すぎひんって思ってたけど、一致がデフォと考えるとさほど非効率でもなかったんかもな。歩かなくなって手の皮も熱くならなくなった現代人は虚弱すぎる。ホテル着いたのか、お疲れ様。風呂ご飯行ってらっしゃい。ワイは扁平足やから長く歩けん、一致が羨ましい限りやで。ペンペン足。14000歩歩いてきた、一致の5分の1ほどや。10キロ歩けば十分じゃね？ワイ5キロ歩いたら多分次の日筋肉痛だわ。しかしほんまに自分をさらさんな。ここが他の承認欲求連中との違いかな。一致お疲れ様やで、今どこ？名古屋のホテル到着、洗濯中ちゃうかな。誰か新しい下着の差し入れしてやればいいのにな。靴下ならあるで。下着は新品でも一度洗わんと気持ち悪いやん。まあ新しいと汗も様子わんやろうしな。
洗濯もええが、足の養生も怠らんでね。お疲れ様、明日名古屋でゆっくりするならスネークしようと思ったが、出発するんやな。何もできんくてすまんが、応援してるで。名古屋楽しんでな。一致何食べるんかな。堺はラーメンなら天一や一蘭からベトコン混ぜそば家系、お釜のラーメン屋、なんでもあるな。松坂屋の北海道物産店とか。ご飯食べました。ええやん、美味しそう。辛そうやけどうまそう。いい汗かきそうやけど、あまりに負担かけんようにね。うまかった？ラーメン。台湾ラーメン。ええな、あとはゆっくり寝て、明日も頑張って。辛そうやな。辛そうだけど何ラーメン？見せんか？せやな。辛そう。血流を良くして回復を図る作戦か。ハードな運動する人は味濃いの欲するんかね。一致は辛いもの好きなん？店とか歩いて5分くらいだわ。スネークすればよかったな。タピオカ持って。辛いもん食うのはええが、消化後に胃に負担かかったら、後々の歩行に響くやろうし。美味も楽しむのはなるべくほどほどにね。今日みたいにゆっくり休めるときしか食えんやろから、ええんでない？台湾ラーメンは見た目ほど辛くない。ニンニクやニラが入ってスタミナもつくし、ええチョイスや。そうなんか、ほんなら安心やね。待て、店のやつは超辛いぞ。わい、辛いもんなど食うと、必ず何時間も経過してから苦しくなるからな。血尿は出てない？心配やな。血尿は出る。長距離走とか足の裏を酷使する系はまず出る。心配やな。一致はめったに弱音吐かんからなおさら。店検索したら、本格中華で一通りあって、めっちゃうまそうやな。青菜炒めとカエルの唐揚げがおすすめや。台湾ラーメンのこの赤い浮遊しとるのは何？鷹の爪や。マジか。辛くないなんて嘘やん。辛いやん。絶対辛いやん。美味しくいただける辛さやで。オプションで辛さ控えめにもできるから安心や。他の店で台湾ラーメン食った時、こんな鷹の爪が大量にプカプカしとらんかった。ただただ辛いだけだった。店は違うんか、食ってみてえな。ワイは台湾ラーメンすすると、むせるし唇腫れるから、普通に激辛の部類と思うで。でもちゃんとうまいから食えるんや。アメリカン、辛さ薄め、イタリアン、辛さ増し、がある。ますます食べたくなったやん。中華だと辛さ抑えてくださいって言えば大概抑えてくれない？一致のこの台湾ラーメンの画像はイタリアンくらいなの？調べたけどアフリカンってやつがあるらしいやん。店の青菜炒めでビールが飲みたい。もうずっとさっきから店のホームページ見とる。ホルモンのやつうまそう。辛いの食べたくなってきたわ。まだ名古屋におるんか。早くも3分の1くらい来たんやな。こんだけ歩いてまだ3分の1か。1週間休みなしで平均50キロ歩くとか徒歩2キすごすぎやろ。ほんま、ややピッチ上げすぎてるんかな。名古屋なんか、岐阜から参上するかな。出発いつやったっけ？きっと今死んだように寝てるだろうから。お腹いっぱいやし、疲れてるやろうしで、熟睡やろな。ゆっくり休んでしっかり疲れを取ってもらいたいよね。今回の塾続いてるぽいし、朝も早から歩いてるし、ほんまにゆっくり休んでほしい。おはよう。おはよう、よく眠れたかい？爆睡やったわ。よかった、一番大事。おはよう。今から出発かな？今日は8時半くらいちゃうかな。朝ごはん食べて出発前にまったりコーヒーでも楽しんでくださいませ。今日はどこまで行くん？関ヶ原の手前やな。一致おはようございます。おはよう一致、たくさん眠れたみたいやね。おはよう、今日も楽しんでな。関ヶ原だったら帰りに通過する、Y 岐阜 J 民アップを始めるで。おはよう、今日も気をつけてな。一致おはよう。おはー。一致おはー、今日も無理せずにな。おはよう、ゆっくり休めてよかった。3月、今日も一日頑張るで。一致おはよう、今日も頑張ってや。天気はどないや？今日は大垣でちょい怪しいみたいやな。一致、今日もご安全に。みんな3月。おはよう一致、爆睡できたみたいでよかった。おは一致。一致、おはよう。一致おはよう、今日も元気にいってらっしゃい。おはよう一致、ゆっくり休めたみたいでこっちも安心。今日もご安全に。今日は雨に注意ですね。かなり確率高い。大垣の天気。もう大垣なんやな。え？大垣におるんや。早いね。愛知県越えたんやな。まだ名古屋や。そうか、スレの流れ読まず、先走って思い込んでいたようや。失礼した。おはよう、今日も一日ご安全に。名古屋は晴れてるね。終日 10% くらい。今日は大垣あたりまでやな。頑張れ。9日目。いってらっしゃい、ご安全に。今日もご無事で、いってらー。頑張れー。空模様微妙やな。若干ポツポツ来てる。マジか、上がることを祈るやで。名古屋過ぎたら大阪まで田舎だな。無理せず頑張って。
おは一致。差し入れ頼むよ。消化しやすく、かさばらず、高カロリーなの。そして一致は甘党。今日は比較的ゆっくり休めたかな？今日も怪我せずに気をつけて。Y 地元っ子、この辺は国道は歩道ないとこ多いやで、県道190からの県道18で、濃尾大橋からの羽島からの大垣が一番歩きやすいで。3月。雨に濡れると体温が奪われるから、体が体温を上げようと、さらにカロリーを使う。野生動物でさえ雨宿りするのは、それだけ哺乳類にとって濡れるのは避けたいからだ。一致おはよう、今日もご安全に。今日のボツはにわか雨やで。天気マークは晴れ、最高気温26、南風で一致の背中をそこそこ押してくれるやで。ナナちゃん。なんだこれ。名古屋のアイドルナナちゃん。ナナちゃんっていう割にでかすぎませんかね。名古屋のスーパーモデルや。なんかいろんな流行りの着せ替えされてるんだな。名古屋らしいというかなんというか。渋谷でいうところのハチ公前みたいな待ち合わせスポット。地元名物の変な人やろ。これパンティ履いてるの？背高いな、日本人じゃないなこの人。ナナちゃん。衣装が SDGs なんだ。見慣れた風景。もう名古屋か。Y が知らん場所でも同じように時が経っていることに違和感があるな。みんな一致と一緒に1週間分時が流れてるんやで、それでも。最初ナナちゃんのこと聞いた時テレ東かと思った。Y はノーマルが好きやで。最近やと、エヴァ綾波とか鬼滅炭治ロコスとかさせられてたで。Google マップにあったけど、これいつ頃からあるん？ 50 年くらい前。ナナちゃんは広告塔、変わり身の早い女。体育の日だっけ？みんな、明日は休みちゃうで。起きたら自宅を過ぎてて草、旧美の字を歩くのかな？徒歩2機がこのまままっすぐ歩いていくと、右手に今月末にオープンするイオンモールがあるわ。のりたけのせや、27日オープン。一致が昨日大あん巻き食べてたから、ワイもあんこのお菓子買って食べたわ。この先雨止んでくれるとええな。車にはお気をつけてどうかご安全に。岐阜市、大垣市、関ヶ原は、今んとこ雨は降ってなかったで。晴れてきたな。またなんか名物買って食べてね。地方食豊かなお土産は魅力的やしな。そろそろスネークできそうな位置やね。Y の実家のそば通ってて草。一致、歩くとき Google の指示に従って歩くの？雰囲気次第やね。このまま北上して、庄内川手前で県道190号に合流かな？夕方くらいにスネークするよ、じゃがりこ持っていくで。3月。その精神力の源は凄まじすぎる、頑張れー。青空見えてきてよかった。この先、橋を渡ってまっすぐ踏切を越して、しばらくすると、日本で最初の歩道橋があった場所を通る。その歩道橋は、歩道脇に一部が保存されている。どこをいつ通るのかよく把握できるな。若いからドイツもジジイと違ってフットワークが軽いね。おはよう、小指の具合はどう？多少回復した？ぼちぼちやな。このまま美の字を行くのかな？今日は無理やもう無理や、ってことにはならんのかね。一致頑張れー。ちなみに帰りは何で帰るんや？わからん。Y は一致に博多号で帰ってほしいで。いつものように電車じゃ。飛行機じゃねえ。LCC。そんな立地じゃないやろ。新幹線の方が高いし。料金の安さで言えば飛行機が一番安いかな？だから鈍行だったり。お尻が爆発するわ、雪で足が。帰りは尻が。福岡東京で夜行バスあるんかい。一体何時間かかるんや。それを今と掘ってるんだからすごいな。だからかなり慎重に歩いてるとは思うけど。福岡、東京の移動は飛行機一択や、LCC で成田から東京駅行き1000円バスが費用も時間も一番やで。鈍行14,240円と比べても飛行機の方が安そうよ。ならお空かな？鈍行だと丸2日移動にかかるんじゃない？ロマンやね。違うスレタツは、徒歩2機電車の旅。旅情やね。博多駅の始発乗っても沼津あたりが限度やな。けど、一晩でゲームのように回復するわけでなしに、約1ヶ月も翌日ごとに50キロも歩き続けられるドーパミンが出続けられるもんやな。美の字とか聞くと趣があっていいね。明日ツーリングしようと思ってたのに雨になったから一致を見守るわ。この旅の成功って一致が怪我しないかにかかってる。ダメージの悪化は致命的。そらそうや、少しでもミスすれば、それが命取りになるやろうしな。伊勢神宮参拝に来たら、豚ステ食わせたろ。そんな余裕ないで、日程的に。一致は濃尾大橋渡るのかな？晴れ続きでも体力消耗せんかいな。190号から左に清洲城見えるかも、お城前の川に架かる赤い橋が千と千尋の橋に似とるって一時話題になったやで。もうすぐキリンビール工場。多分お酒は飲めないやろうから残念。
見学だけでも楽しいで。そういや歩いて丸々行くって去年とかも見た気がするけど、一致なん？そういうの、類似スレ結構あるからな。青森浅虫水族館まで歩くなら一致やな。一致は必ず目的地が水族館だから。東京駅からってのもポイントやな。雲が厚くなってきてる。あらほんと、一雨来るんやろうか。ペース早いねー、清須のケース電気。そろそろ清洲城横やね。下旬に入ると西日本は夜冷えるようになるで、一致。お、キリンビール工場前やね。大丈夫かもしれんけど、一致、雨具の用意しといたがええんじゃ。雨雲レーダーは雨が降らないと言っとるね。そうか、なら安心かな。鳥山明の家の近くやな。清洲は鳥山明、稲沢はメルルの出身地。鳥山明ってのどかなところに住んでるんやな。鳥山御殿見に行ったことあるで。東京で仕事するといった鳥山市を県が止めるために、清洲から小牧空港に道作ったんや。通称鳥山ロードやが、何年か後の完成すぐにセントレアできてな、無意味に終わったんや。残念やったな。少し休憩。清洲城？せやな。なんかいいね。昨日の岡崎城もだけど、歴史の道を歩くのってロマンを感じる。人のいいおっさんの顔に見える城。ここで清洲会議があったんねん。わい愛知民だけど、地元はもう通り過ぎてしまったか。わいの家の周りに歴史を感じるのが少ないから羨ましい。わいの今住んどる一宮北部からは、岐阜城丸見えやで。一致はなんで投げ銭しないの？投げ銭やなかったわ。配信やんで投げ銭してもらえば？古事記が目的の案らじゃないからな。完歩できなかった時があれやからな。なるほどな。まあ完走できなくても、旅の費用を賄う感じで投げ銭受けても怒られないと思うで、わい個人的に支援したいけど、都内だから直接渡せないし、怒られたやつは、クラファンとか完全金儲けに走ったから怒られただけだし。できてもできなくても自分との戦いやしな。わいこの城で猿に担ぎ上げられたわ。おま、参謀士か？秀吉は猿じゃなく、ハゲネズミ。再開。近くまで行ったんか、地元民は嬉しいやで、城の前の赤い橋が、千と千尋の橋っぽいで。確かに。おお、確かに、マリコの明治トンネル、今回の旅は千と千尋の神隠しネタが多い。雲、やっぱり重いな。清須か、な。清須は曇天だけど、一宮岐阜市内はそこまでじゃないな。どこも雲が垂れ込めてる。そういえば一致、今回はスガキヤ食っとらんねー。北西300メートルくらいにバードスタジオあるで。みんなスケッチしとるわ。写生大会？そんなもん関係なくとも、絵画同好会だとかやら全国にはあるんやで。名所のようやしな。またなんか名物買ったら見せて。何これ名古屋城？犬山城？岐阜城？清洲城。清須まだ残ってたっけ？ 30年前に血が作っちゃった系や。本当に清洲城が立っとった場所は、川を渡った対岸のとこ。今回の旅って前の須磨水族館と同じルートで進んでるの？今のところはせやな。歩道狭いな。また降りそうやな。火曜やったら稲沢追ったで差し入れできたけど、残念。少し先のトヨタの学校の角を北に向かってる場合の右の綺麗な道が鳥山ロード。この通り沿いに稲沢入ったらリーフウォークあって、そこのフードコートにスガキ屋入っとるが、一宮入って名神くぐったすぐの左手に最近味噌ラーメン屋ができた聞いてて気になってるやで。歩いていると思い出が蘇ったりするのかな？昨晩名古屋でスネークしたで、一致応援してるで。スネーク。ナイススネーク。同じ靴やないか。ぬいぐるみ地面に置くと汚いで。手で持ってた。そうか。ぬいぐるみはチンアナゴさんや、一致大ファンです。ヘビやないんか。ベイマックスかと思った。靴かぶりは草。一致のファンやな。どっちがどっちなのやら。スネークは短パンスネ毛の方？足出てる方が一致やね。暗いからわからんかったが日焼けすごい。よく見たら、靴下日焼けすごいやん。日が出してるってことはそんだけ暑いんやろうか。ハーフパンツのが走りやすいし歩きやすいで。暑いもんな。ナイススネーク。スレ住民の言うようにリンゴ渡したら喜んでもらえた。ありがとな。ナイススネーク。ナイススネーク。シャインマスカットでもええんかな。最近なんかそれ有効やな、高いのに。美味しいけど歩きながらは食べにくそう。ぶどうならそうでもないやろ。品種改良しすぎて得体の知れない果物ばっか増えてるな。ああ、種なしの皮ごと食えるぶどうあったよな。酸味もなくてな。チリ産のぶどうでそういうのあるけど。あれうまいよな、パクパク食ってまう。ゴミが少ないのは良いがも。皮を口に入れられるタイプかどうかで変わってくるな。人間そういうの気にする人は気にするし。
皮は食べられるが茎だけ残ってまう。バナナとかは渡されたら困りそうやな。みんなで果物渡しまくって、果物抱えながら歩いてる人にしてみたい。みかんはどうやろ？稲沢へ。おう、我が実家。一致は何の差し入れがええの？果物だと。バナナ1本とかリンゴ1個とかかな。多いと持ち歩けなくなるから、少量だと嬉しい。リンゴはそのまんまかじりつくんか？せやな。去年の青森リンゴ気に入ったんか？東北の農家さんも喜ぶわね。バナナは食べたら道路に捨てれるしな。量と重さのバランスやな。みかんだと2つくらいか。メロンとかスイカだったら半分嫌がらせ。スイカは草。やっぱ犬やろ。スマの時を思い出す構図。荷物めっちゃ増えて迷惑してそう。日焼けするんだからなおさらビタミンは必要やね。というわけで、カロチン取ったが A で一致。左にでっかい塔見えるやろ。あれが Y の家や、嘘や冗談や、三菱エレベーターの試験塔やで、高さが稲沢にちなんで173メートル。稲沢なら1738メートルか1730メートルにすべきやな。スカイツリーでさえ634メートルなのに、3倍とかどんなかりんとうやねん。一致の食生活だとビタミン足りてなさそうや。それでこんだけ歩けるんやからな。昼飯何食うんやろな。一致の昼ご飯予想。1、味噌カツ。2、あんかけスパ。3、ひつまぶし。4、スガキ屋。最近一致のために綺麗に整備した道や。13時くらいやと一宮らへん？わからん。スマホも汗と油でベタベタやろ。たまには消毒しとくとええ。やべえ、実家の近く。そうなんか。おっやが映ったりして。この先に大型モールに行く母ちゃん映りそうで怖いが、一致の写真は人が映り込まないから安心やで。なんで行く姿が予想できるんやねん。毎週のように行っとるからやで。そうか。その点ストビューは残酷だから、容赦なく人でも何でも映し出すんだからな。大型モールは用もないのに行きたくなる。ご飯食べます。急に敬語。どうぞ。スガキ屋か米田か？それとも差し入れか？米田なんてこじゃれたイメージやけど。ところで昨日食べてた和菓子、もうないの？一宮入ってすぐに味噌ラーメン屋あるやけど、一致ペコペコなんかな。またラーメンかな？というかまたラーメン食べや。一宮の方は味噌うどんがちょいと有名。そういや一致はなんかあんまおうどんとか食うとらん感じ。ラーメン期待やな。タンパク質も毎日しっかりとった方がええで。チャーシュー入ってるし。せやね。けどビタミン取るんならやっぱもっと野菜とか必要やな。かといって一致にキャベツ渡しても迷惑やしな。野宿ん時にコンロで煮炊きできそうやけど。栄養補給と休憩してな。まあその辺は、タンメンとか野菜たっぷりなんちゃらで調節しよるんやないか？食うならよく黄色やね。思い出したわ。一宮でラーメンといえばベトコンラーメンやったわ。そうなんやけど、発祥の店新京は、この道からやとかなり遠い。ベトコンラーメン。けど、毎回よく回しるもの食うた後ですぐ歩き出せるもんやね。一致、パンダとかあんま食うてなさそう。食べると言ってから長いな。日曜やし、お店混んどるんやろ。まさか並んでまで食べる気じゃ。時間のロスする気がないやろうけど。せや、この辺はお店がこの周辺しか栄えとらんくてな。一宮市松島町のベトコンラーメン発祥、新京は今まで一度も並んどるとこ見たことないやで、もう弟子にのれん分けしてゆっくりやっとる感じや。体格によるけど、1日4000キロカロリー近くは取らな倒れそう。そういう面倒な計算は一切してなさそうやが。そら人間は空腹を感じられるし。専用のトレーナーがついてるわけじゃないしな。普通の人で何もしなくても2000キロカロリー必要。まあ本能に合わせて食うてるんやろ。スガキ屋に一票。一致今日はホテルで鬼滅見るんやろか。食事してる一致にかけました。食事中は申し訳ないから差し入れ準備して待ってるで。なんか時間的にモールのフードコートのスガキ屋入ったが、二つ隣の長崎ちゃんぽんと、その隣のなんのカレーが気になるやろうな。ワイはいつもカレーや。リーフウォーク稲沢か。スガキ屋来たー。おー、スガキ屋。しかもワイが実家に帰るたびに食べとるとこや。こんなフォーク初めて見たわ。このフォークだけでスガキ屋ってわかるな。これがスタンダードなんか。スガキ屋来たー。スガキ屋。スガキ屋やったー。またラーメンかい。胡椒振るとうまいよ。このフォークあってこそのスガキ屋や。スガキ屋のラーメンフォークは麺を食べるときには使用しないやで、赤いお箸で普通に食って、汁の底に沈んだ哀れな麺やネギやメンマをすくうのがラーメンフォークなんや。なるほど。ためになった。他はそのラーメンフォーク使うところあるんかな。スガキ屋オリジナルやで。箸だけでいけそうやけど、子供たちにはありがたいな。あとたまに季節商品で担々麺やるやろ？
あれのミンチ肉をすくい出すんや。フォークの部分を吸うとそこに沿ってな。主にスープ飲むため、そこのやつをすくい出す、やで。スガキ屋って名古屋にしかないんだな。名前は結構聞くのに。スガキ屋はソフトクリームがうまいです。愛知県民より。ラーメン屋でソフトがうまいのはどうなんだ。発祥は甘味どころで、そこからラーメンも始めたんや。だから現在でもソフトクリームやかき氷もあるんや。たまにスガキ屋は甘味どころとお前らは知らないだろうけど、みたいな風に言うやつがおるけど、それは松屋は実はカレーがうまいんだぜ。ってくらい、名古屋、愛知の人は知ってる。もともと甘いもの屋だったのか、社長がうまいものなんでも好きやで手を伸ばしたんかな。なるほどな、歴史あっての上のうまいソフトなんやな。ワイはいつもミニソフトコーンで、って呪文と唱えとる。名古屋行ったらぜひスガキ屋行ってみるわ。名前はほんまによく聞くのに未知なる存在。名古屋の繁華街中心街にはスガキ屋少なめ屋で、郊外のアピタイオンに行けば必ずある。好きな店選べ。こんなにあるんか。そりゃ愛知の人はスガキ屋がソウルフードの人が多いわけやな。名古屋駅から一番近いスガキ屋もイオン系列のマックスバユの敷地内にあるで。マクドナルドより多いんちゃうか。これ。福岡にたどり着いた暁には本物の豚骨ラーメン食ってな。ミニストップのソフトとどっちがうまい？スガキ屋のソフトはミニで110円だから、マックの100円よりは高いけど、ワイは好きやで。ミニストップは最近言っとらん、すまん。そういえば給食もフォークスプーンやったわ。ソフトは単体でうまいの？ラーメン食った後としてうまいの？ラーメンの汁を飲みつつソフトや、汁の塩気とソフトの甘みで無限汁ソフトや。まさにマリアージュか。スガキ屋ってどんなんやろと思ってたけど、冷凍ラーメンを取り寄せても半減ってことか。店のラーメンとインスタントのスガキ屋ラーメンはほとんど別物って感じや、スーパーに売っとる生麺のスガキ屋がそこそこ類似しよる。インスタントと実際のラーメン屋はやっぱ違うよな。ただ豚骨ラーメンはインスタントに近いところある気がするけど。聞き捨てならん発言やな、それは。麺がね、油揚げ麺じゃなくてラオウとかのノンフライのやつね。豚骨ラーメンが、でなく、スガキ屋が、と言ってもらいたい。地元民からすると許せない発言やと思うで。注文時にラーメンとソフト頼んで、ソフトは後でっつーとソフトチケット渡されるねん。ラーメン食った後に汁を残して、配膳に持っていかず、ソフト作ってもろて、汁を飲みつつソフトやな。栗膳もうまいで、栗のぜんざいやないで、クリームぜんざいや。ミスドがやむちゃやってるようなもんか。スガキ屋って関西にもあるんやな。東京にもあったんやで、なお、2回進出して2回ともダメだった模様。スガキ屋のほぼお膝元だし、周りもソウルフードって言うけど、一度も食べたことない。物心つく前に食べてたらともかく、この見た目が全く食欲をそそらん。ワイは東京に上京しとった頃、帰省の旅にスガキ屋マストやった。食べなきゃ帰れんくらいにソウルフードやったで。スガキ屋は時たま無性に食べたくなるんや。あの薄っぺらい具材が醍醐味や。スガキ屋のピリ辛ネギラーメンもうまいよな。大阪はもう安くて普通のラーメン出してくれる店ない気がする。あるか。この先、名神くぐるあたりまで飯屋ほぼないから、一致が腹を満たせてよかったやで。一致そろそろ出発か。再開。雲行き怪しいな。ワイネキは、この先の右にあるチーズケーキマニアによく行くねん。ググった見た、うまそうやね。持ち帰りだけやけどうまいで、この辺うまいケーキ屋ポツポツあるんや。190号沿いじゃないが、パティスリーモンもリストかな。一致頑張れ。わい一宮、ちょっと雲が厚くなってきたやで。伊勢湾で発生した雲が三重県北部を通って濃尾平野にところどころに流れ出る模様。今日、名古屋大垣を歩く予定みたいだけど、一宮ってちょうど中間点くらいなのかな。スガキや味噌煮込みうどんが発売されると冬が近くなると認識するで。それ昨日買ったわ。マジでそうやわ。近所のピアボで5プラス1個セットが並ぶようになると寒くなってきたなと思う。名古屋人が最もよく食べる味噌煮込みうどんはこれや、カップもチルドも発売されているけど、一番買うのは袋なんや。中国地方とか福岡以外の九州のラーメンってあんま聞かないな。尾道ラーメンと宇部ラーメン、九州だと久留米ラーメン熊本ラーメン。何味がベースなんや？尾道以外は豚骨のベース。やっぱ西日本は豚骨か。豚骨臭くて北の民にはきついわね。尾道は逆になんなん？ラーメンを世界に広めた豚骨様に無礼やぞ。尾道は醤油やで。やん、醤油が一番無難で好きやで。宇部ラーメンとか初めて聞いたわ。起業家に SNS テロで潰されかけた尾道餃子もいいわね。尾道ラーメンなそれこそ競馬つながりで、福山競馬場の尾道ラーメンはよく食べた。結局食べ慣れた味が一番なんだよな。名古屋は新しいものがなかなか根付かない、つうのは、こういう味がずっと代々遺伝子に組み込まれてるからなんや。
この板を見てると、一致の歩いてる地域のうまいもんや名称、地元スレミンが教えてくれるから、ほんまありがたいやで。ここ見てるとラーメンが食べたくなるのはなんでだ。今日はギリギリ曇り止まりなんかな。雨降りそうやね。一致の見客やとそろそろ一宮入ったかな。間もなく一宮突入やね。一致早すぎ。差し入れいただいたで、サンキューガッツ。さっき差し入れ渡したものです。握手ありがとうございました。ウィダーインゼリー飲んで頑張れやで。ナイススネーク。ナイススネーク。ナイススネーク。一宮の九尾祭祀は今雨降ってるよ。雲がかなり怪しいわ。ちな、この道は地元民には旧国言われとって、22号ができるまでは国道やったんやで、昔の東京五輪の聖火が通ってな、うちの母ちゃん、沿道に置く花を育てたいっとったわ。一宮へ。来た、一宮いらっしゃい。一宮市の由来って、増田神社ってのがあるからなのか、なんとなく検索したけど、綺麗なところやね。すごい空やな。雨雲レーダー見ると、綺麗に一宮上空にだけ雨雲あるわ。終わり一宮駅のあたりは降ってるみたいやね。この後は北の方に移動するっぽいけど。降りそうやな。この中に気象予報2機はいないのかな。今近くにいるけど雨は降ってないよ。今来た、どんくらい歩いてんの？ここからが勝負や、一宮中心からは北北東方向へ道が行こうとしよるで、なんとかして県道18号に出るんや。一致の歩いとるのは線路の東やで、おそらく雨は大丈夫やと。雨雲レーダー見るんやで。雨はな、知ったところで回避できるもん違うし。近所に来差し入れしたれよ。すまん、ワクチンで頭痛いたで家から出られんのや。すまんぬ。見通しいいね。足のする部分にオロナイン塗れば、靴ずれ防止になるよ。本来ならワセリンもいい。ワイは昔、この近所のでっかい本屋でバイトしとったやで。ここから先、24時間の宿泊できるとこある？今日のお宿は快活たるいやろ。関ヶ原の手前って言ってたし。そのまままっすぐ190行くと、18号で名鉄を渡るのに結構な古線橋があって、体力消耗するかもしれんで。一宮駅から駅裏に行った方がいいかもしれんで。すまん間違えた。18号を東から行くと、JR の古線橋が結構辛い。190を一宮駅近くまで行って、いい感じのとこを左に曲がって、一宮駅の JR& 名鉄の橋脚を抜けといた方が楽。駅裏の踏切を渡るんか。差し入れいただいたやで、サンキューガッツ。ナイススネーク。ナイススネーク。このペースやと尼崎に来るのは火曜あたりかな。差し入れしたかったが、仕事抜けられなさそうやから、陰ながら応援してるわ。まだ愛知やで。木曽川公園と愛知脱出はできぬ。綺麗なとこやね。でもますます雲行きが怖いな。お、橋脚越えたね。よかった。おお、頑張っとるな。長期休暇取れたらワイも徒歩旅行しようかな。あとはいい感じのとこで北へ、右へ、曲がって、18号から濃尾大橋で一気に大垣やね。ラーメンもいいけど肉も食わなあかんで。大垣ってラーメンあったっけ？水まんじゅうと水と声の形の聖地のイメージしかないな。たるいは知り合い住んどるけど、のんびりとしたとこやで。地元にないラーメンとか食ってると食いたくなる。今日は風がよく吹いて涼しいよね。無理なく歩いてな。いいスレだよな。毎回思うけど、一致が地元のラーメン食っただけなのに。みんなすごい喜ぶもんね。大垣って平らな印象があるんやけど、そこ過ぎたらアップダウン多いんやろか。おお、バローやな。ハロワの帰りによう行ったわ。安全な見通し良い感じやね。大垣ね感じの野宿のとこ思い当たらん。一致ならうまく探すやもしれんけど、快活が大垣と樽井にあるやね。初見屋がどこまで行っとるんや？今、愛知県一宮市。今北なんやが一致マジで歩き旅してんの？9日目で東京駅から大垣までのとこ、1日平均50キロちょっとくらい。はい、すごいな。すげえ、頑張れ。今回割とずっと天気微妙よな。台湾混ぜそばの店が18号にあるが、昼の営業が1分前に終了しとった。ちょっとそれるし、17時までやけど、道の駅で池田温泉ってのがあるんやね。一致昨日は4時半起きか、半端ねえな。木曽川渡ったら地元民じゃなくなるから、ロムルやで。スネークしに行ってるんやが、一致どこらへん？リアルに追ってんの？それともストビュー？リアル。どの時点で18号行くかわからんが、濃尾大橋を目指してるやで。なんか高速の下通ってる。一致は今多分、東海北陸自動車道、濃尾真下くらいだと思う。一致をローソンで待とうかな。東北自動車道やね。くぐった向こうの歩道歩くと、にょるっと感じに自然28号出るやで。今来たんやけどこれガチ？ガチで一致は今福岡に向けて歩行中やで。差し入れするなら、木曽川渡る橋のあたりがわかりやすいんじゃない？
今どこか把握してないけど。おそらく濃尾大橋渡るやで。濃尾大橋の手前にローソンあるで。濃尾大橋向かう、バイク屋からレスできないんを。差し入れがち合う感じやな。今、濃尾大橋手前のローソンにおるから合流せえへん。3人で靴の記念撮影してもらいや。今日は野暮用あって、Google マップストーカーしとらん。うまく会えるとええな。福岡では Y が待ってるやで。バースデー、よく行くやで、とうとう18号やな。一気に岐阜やね、すごいわ一致。スガキ屋食ってたんか、ええな。Google マップ見たら、ローソン混んでいます。ってあって草。近隣のローソンはそれほど混んでいませんってなってて草。ほんまや、おそらくスネーク待機のローソンだけ混んどる、草。前後のローソンは、一致、それほど混んでません。方のローソン横を通過中。Y がおるのは混んでる方のローソンか。せや。603のスネーク氏はバイク屋でレスできんそうやけど、うまく合流できるといいね。一致間もなくやで。そろそろ終わりも終わりやな。誰か触れてあげて。センスが終わりや。反対側のセブンで待機中。バイク屋が合流は無理っぽい。目立つやつやから一致にはわかると思うで。濃尾大橋手前のローソンじゃないんかい。Y は反対側のセブンや。すまんな、間に合わなかった。Y は反対側のファミマや。なんでみんなそんなに分かれてコンビニで待ってんのよ。一箇所にすれば一致も楽でしょ。それな。間に合わなかったんよ。悲しい。一致と合流したらいけるで。一致の荷物のかさばり具合も多少考慮してあげてくれメンス。今北産業、どこや。大垣らしいよ。3月。ジョリパスタ、間もなく濃尾大橋手前ローソン、一致、スネーク民が待っとるらしいやで。もうすぐ木曽川越えるんやな。差し入れいただいたで、サンキューガッツ。現状欲しいものある？荷物多すぎても困るよね。なんやろ、名古屋で整え直したから今のとこ足りないものはないと思うで。気持ちだけ持ってけ。差し入れなければ、一致の歩いとる対岸の歩道で、一致、頑張れ、振るだけでもええと思うで。次回、Y も向かうで。どんだけおんねんな、一箇所にまとめて差し上げれ、草。野球民が圧倒的に多いから本拠地に集中してるんやで。スネーク大量で草。日曜やしな、スネーク多いな。ご当地ものの情報を教え合うのなんかえてな。まあスガキ屋以降ずっと歩いとるし、休憩もええかもな。だるいまでまだ20キロあるんやね。一致頑張りや。欲しいのあればセブンで調達するやで。今のところ大丈夫やで。了解やで。お、いよいよ美濃の国やな。濃尾大橋や、天気悪くてどんよりやな。お天気良ければキラキラ木曽川だったんやが。地元民としてお詫びするやで。今日はどこまで行く予定なん？関ヶ原の手前くらいやな。ほんなら今日はもう一頑張り、あさってには京都ぐらいの予定かな。今の京都は空いてるから、体休みがてら観光もええと思うで。この感じやと雨は降らなそうや。関ヶ原は雨やったで。スネークはとっかかりで、みんな一致に会いたい、見たい、だよね。一致さん、地元に来てくれてありがとうございました。この先もどうかお気をつけて。今どこや今日は大垣までって言ってたで。とうとう一致が終わりの国から出てしもた。ラストまで頑張れやで。今日は地元の見覚えある風景を一致が写真上げ撮ってくれて、ほんま楽しかったやで、ありがとうや。出発から9日目、岐阜県、突入。おめでとう。おつおめ。おめでとう。おめ一致。 7カ国目突入。ここからは田舎、歩きやすいわね。満喫とかないだろ、京都まで。岐阜羽島にも快活はあるで、一致無理せんといてや。県道18と193の合流地点に岐阜タンメン屋があるやで。今日中に長良川と海老川越えるんか。明日のラーメンは彦根で近江ちゃんぽんで、おやつはサラダパンだな。とうとう岐阜か。すげえ。いい感じの宿泊地まで4、5時間かかるのかな。差し入れいただいたで、サンキューガッツ。ナイススネーク。ナイススネーク。ナイスネーク。晴れてきたね。振られずに済みそうでよかったわ。お遍路参りみたいに思えてきた。雲の隙間少し晴れてるみたいでよかった。なんとか天気持ちそうやね。相変わらずハイペースやな。来年の目標は四国一周かな。今までの題名見てもわかる通り、主は水族館巡りが好きなんだよ。四国にはないのか。最近香川にでかい水族館できたで。決まりやな。福岡まで歩いちゃったら、関東圏の水族館は散歩にもならなそうやね。晴れてきたね。スタバあるとこだな。関ヶ原ルートなのね。少し休憩。一致は歩くとき無心になって歩くの？その時次第やな。
恐ろしい脚力、歩くの好きだけど、羨ましいスペックだな。海外バックパック旅とかも見てみたい。一致から見てると、スネークは大体見たらわかるもんなの？わからない時の方が多いで。じゃ、毎回びっくりしちゃう感じ？みんな控えめに近づいてくるのかな？その時次第やな。12日昼から13日昼にかけて、滋賀県は雨予報やね。今のところ順調に行けば、12日京都、13日休養やけど、雨降る前に京都着けばええな。明日は今日の目的地快活たるい店から立ち寄り予定の多賀神社でおよそ40キロ。お参りする時間考えて15時着で、出発は5時くらいか。一致のいつもだわな、おあつらえ向きに近くに快活彦根店もあるし、ちょうどいい感じか？改めて見てみたけど、京都大阪って道の駅あんまないよな。京都で差し入れするとしたら12日より14日の朝の方がええんか？休養日に余裕あれば京都水族館も行ってみて。どっちでも大丈夫やで。わかったやで、次の週末から冷えるみたいやけど、京都、関西はまだまだ暑いから気をつけてな。わいらの熱い思いも一緒に届けてや。もちろんやで。歩いてると喉乾くやろうし、2リットルの水でも差し入れたろ。持ち歩くのが重い2キロは。京都水族館ええよな。オオサンショウウオ、かわいいよな。再開。長良川。もう長良川なんか？めっちゃわかりやすい橋だな。電車と車ではい赤橋って。神戸行った時も同じ写真撮ってて草、いつしか来た道やな。日が暮れてきた。車のライトがつき始めたね。すぐ暗くなるから気をつけて。差し入れいただいたやで、サンキューガッツ。ナイススネーク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 。一致頑張れー。大垣へ。暗くなってきたな。ソーラーアークは取らなかったのか。でかすぎで取れんかったわ。ああそうか、スマホだと枠に収まらないのか。今揖斐川も越えてる頃合いか。大垣あたりはまだ明るいんだな。こっちは静岡県東部民なんだが、もう真っ暗だわ。埼玉ももう真っ暗や、日短くなったな。美濃の国ですか。この時間帯の空の色、好き。大垣突入やったぜ。少し空が紫色やね。大垣城らしいな。ええなぁ、橋写真。旅って感じがする。大垣市って岐阜やったんや、ずっと滋賀やと思ってたわ。いびったわ。もう市の中心部やね。今日はここでホテル取るのかな。もうちょっと先に小さい川を渡った先の右側に岐阜タンメンあるけど、一致夕飯どうするん？見てやな。岐阜タンメンいいね。でもこの時間なら、ケイちゃんとビール。岐阜タンメンめちゃめちゃ混んでたから、このまま風呂やな。それは残念。肉食べようぜ。今来た産業。一致、晩飯、食いそびれる。今は大垣、晩飯は後、とりあえず風呂。大垣日大の大垣かな。結構歩いたけど、まだ中間点行ってないか。一致頑張れ。タイムリミット今月いっぱいじゃなかったっけ？あと5日で結構きつくね？マジか、一致すげえな。恐ろしいことに、神戸スマ水あたりが中間地点なんだぜ。ほんまや。おー。はい、スマの役倍やから、2日から29日なら、中日の15日頃までに、スマついとればええ感じか。途中1日休息日作ってもええ感じ。どうやろな。神戸から先は未踏の地やし、疲労も蓄積するだろうし、若干心配ではある。1100キロだと、28日間で1日40キロでええ感じなんやが、一致はほぼ50キロだもんな。ただ、余裕は欲しいが無理はせんといて欲しいな。岡山、広島、山口は山々の合間に町がある感じだから移動も考えないと距離が。旅や移動で静岡は横に長いってよく言われるけど、地味に岡山、広島も距離が長いし、鈍行だと乗り継ぎも難しい地域。乗り継ぎが難しいは言い過ぎや、産業はちゃんとリレーで関西と九州を結んでるで。噂に聞いたのだが、岐阜には元気玉を使った料理があるそうや。元気玉？前に聞いたことがあるんや。ニンニクのことだよ、岐阜の山形市が1位になったそうで。そうなんや、3月。おお、ニンニクなんだ、3月。今日の距離数と歩数すごそうやな。単純な疑問なんやけど、彼は福岡に着いた後、どうやって東京に帰るんや？飛行機、新幹線、バス、鈍行、徒歩、どれか。一致すげえな。ちょっと先の来来亭もチェーン店ラーメンだけど、まあまあの味。徒歩旅人口増えてくれよな。頼むよ。徒歩すれ見るの生きがいなんだからさ。アンさんが歩いたらええんやで。ワイちゃんたまに徒歩すれ立ててるで。暗くてマップで追うの、無理な時間か。なるほどわからん。けど一致が向かってるのは湯の城や、神戸の時も行ったしね。愛知から神戸ってかなりあるようなイメージあるんだけど、関東民だからわからんだけかな。自販機まで150メートルくらい歩いたわよたたえろ。
帰りどうするんやろ。今まではキロワ夜行バスとか電車やったね。今回はどうすんのか知らんけど。朗報、風呂。お風呂行ってらっしゃい。コンスタントに入っとるな。大垣は水の都やから、きっとお湯はめちゃくちゃ綺麗だな。やっぱりせやったか、前に来た時の違う風呂もすごく豊富な風呂やったわ。とりあえずお疲れ、ごゆっくりやで。そういうことって昔漫画にあったの思い出したわ。できれば28日の昼くらいに水族館はついてゆっくり見たいよな。一致は一致のペースで行くやろ。日程だってワイらが決めることじゃないわ。他でもない一致自身の旅やし。いや決めつけてるわけやなくて、想像して楽しんどるだけやで。少し休んできます。綺麗になるんやで。湯だってら湯に入ったらその後はゆっくりしたいもんだが、その後も歩いちゃうんだよな。あれ不思議よな。風呂やサウナで復活するフィジカルの人がいるらしいけど、絶対寝てまうわ。今日の宿泊は快活かな。もう大垣まで来たんか、半分くらいか。たるいで泊まるとして明日に田川だいぶ遅い時間にならんか？神社参り大丈夫か？もう少し先まで進んでいい感じのところ見つけるのかな？ざっくり検索したけど、たるいからなら田川40キロ前後やね。そこまで大きく道はずれてるわけでもなさそう。たるいから田川まで35キロくらいや、朝早く出ればまあまあ行ける距離だが、関ヶ原って山道？等高線見ると200メートル程度だから山道ってほどじゃないな。今風呂なんか。いい風呂だった。よかった、少し体力回復かな。よかったな。まさかまた歩くんか？せやな。まだ歩くのか、すげえタフさだな。ストロングスタイルやね。今日は野宿かな。大垣は湧き水が湾坂で取る土地やで、市内の何か所かに水を無料で汲める場所があるんやでうちもペットボトルで汲みに行ったことある。アニメ映画、声の形の聖地で、県道18号と大垣城の間にある緑橋は有名やね。春の桜の季節はほんま綺麗やで。再開。ご飯食べてたんか？座ってぼーっとしてた。ぼーっと歩かんようにな。やっぱりお疲れなんだね。ここまで毎日歩き通し、疲れないわけないわ。わいも仕事から帰って風呂入ったら、もう動く気せんしな。よく動けると思うわ。やっぱまだ歩くんか。ほんまにタフやな、一致。ご飯食べないの？ついてからやな。一致はテレ朝の激レアさんからオファーは絶対にありそうだよね。徒歩で旅してるやつなんて5万といるぞ。何がどう激レアなんや。関西に木曜日金曜日なら飯ぐらいおごるぞ。まずは無事関西入りできるよう頑張るで。これから一致が自分の土地に来ると思うとそわそわするな。スネークはできんけど応援しとるで。3月。大垣駅のすぐ近くやな。駅前広場とかあれば、そこでテント泊もありか？大垣駅でけえな。大宮駅ぐらいあるんかね。改札入ったらなんもないで。大宮ほどではないよ。駅ビルが一つ立っとるだけで。大垣駅の近くにあるラ・ムーの100円たこ焼き、よく食べてたな。たるいまでちょっと道暗めだから気をつけてな。この時間大きめのトラックとかも通っとるやで。頑張って。道がボッコボコ。アスファルトタイヤを切りつけとるやないか。JR 改札口横にドトール、養老鉄道改札口横にロッテリアがあったな。頑張ってるな、福岡県で待ってる。タフやな。前回の青森旅で雪が降る地帯は融雪剤で道がボコボコになるって聞いたがここもそれか？岐阜ってそんな雪降るんかね？そんなに降らないと思うけど、年に数回程度や。融雪剤はバイク錆びるから嫌いや。大垣は年に2回くらいの雪やな。おそらくやけど、高度成長期に敷いたアスファルトに地下工事で掘り起こして埋めてのボロボロ状態かと。下水管埋め直したりで片側ガタガタのよく見るけど、こういう変にボコボコ路面見たことないな。まだ歩いてたんか、一致頑張れ。これが街灯がだんだんなくなる気がするやで。この画像は木戸公園の横あたりかな？そういえば、岐阜にラーメン街あったよな。名前忘れたけど。各務原のことじゃないのか？多分そこやと思う。1店舗だけ意識高い系のところに行列ができてた。飛騨牛使ったラーメンってマジであるんか？高山ラーメンは好き。一致ご無事で。ほな。このすれ酒の魚になるな。旅好きにはたまらん魚よな。せやね。まだ歩いとるんか？源氏大橋渡るんかな？あそこは歩道が綺麗やけど、夜は見えん。今どこらへんなん？大垣。一致八や、もう源氏大橋やん。なんかめっちゃ綺麗やね。一致完売。今日のゴールはその先の快活クラブかな？せやな。今日はいつもより長めに歩いてる？はよええ感じのとこ見つかるとええな。快活クラブってシャワーとかあるんか？うちの方はあるな。他はどうか知らんが。あるんならワイも利用してみようかな。
今流行りの鍵付き完全個室があるところは、だいたいシャワー無料、タオル付きで、恋欄もある。昔ながらのところは、ブースだけのところは、1回300円とかが多い。無料の場合はタオルとかが別に売ってる。知らんかった、3月。快活はどこにでもシャワーついてると思うで。立地的に難しい店舗はわからんけど。3月。2000円くらいで泊まれて、シャワーと朝食食えるんだからすごいよな。一番大事な寝心地がな。あと温度がどの部屋も統一されてるからこそ暑い。みんな快活について詳しいな。立地って何回関東東海近畿を縦断してるんや、飽きないんか？季節が違うのと、毎回早くなってるからやりがいはありそうやけど、どうなんやろか。そろそろ国道21の歩道に乗った方がわかりやすいでー。夜は夜で涼しいし、歩くの楽しいか？その辺21号以外は暗いやで気をつけてな。快活なら早めに21号の歩道行ってやー。明日の夕方からしばらくは雨みたいやね。午前中ぶりに来たらすごい進んでる。自分が日中適当なことやったり家事してる間に一致はどんどん進んでってって、それを旗から見てて着実に進んでるな。ってのが楽しいし面白い。今日も残りご安全に。今日も遅くまで歩いてるんか、岐阜入った？お、まだ歩いとったか、頑張れー。まさに自分への挑戦やな。それにしても真っ暗やね、気をつけるんやで。あと少し。あと少し、頑張って。あと20分頑張れ。おつ。頑張って。関西地方の天気予報は12日朝から夜にかけて前線が通過するときに大雨や雷に注意やな。前半戦最後に一番の山場やな。宇宙行軍ってかなりきついと思うんだけど、ペース的にも体力的にも。頑張って。頑張れー。街に快活クラブあるのか。滋賀にジェイミンおるんかな？前に3人ほど確認した。どこにもおるやね。もうゴールか、ペース的にも体力的にも。まだ歩いてたのか、ご無事で。ここから京都が結構長いイメージや。結局大垣は通り抜けたんか、さすがやな。彦根の快活までここから35キロや。もう岐阜を越えたんか、一緒に名護でドラゴンズの優勝見なくてええんか？中日今年優勝なんか？おめでとさん。今日は長時間やな。一致頑張れー。お疲れさんやで。明日のドラフト中は滋賀県内にいることが確定したんやな。福岡まで行けたら鹿児島を目指してほしい。一致頑張れー、福岡で応援してる。同じく。一致もう少しや、頑張れ。みんな3月。月曜日の午後から水曜日まで雨、木曜日から金曜日まで晴れ、土日はまた雨かな。12日9時の予想図。なんやこれ、台風が2つしたから。なんや台風来とるやん。台風やばない？本州への台風の影響はないで、18号は大陸方面へ、19号は本州に接近はない予想。今のところ、本州直撃じゃないっぽいけど心配やね。台風はどれも直撃せんよ。ちょっと台風相殺してくる。よかった。左のやつは大陸側に抜けるから平気、右のやつはまだわからんけど大丈夫やろ。18号は西へ行くやら。19は予報円で取ったか？ 19はさっき台風になったところの子供で小笠原あたりはかするけど、そのまま太平洋に抜けるっぽい。でも、18で育てた低気圧が12、13日あたりに来んねん。小笠原諸島付近までしか出てないわ。今は遥か南の海上で、ウェイク島付近にある模様。一致に影響せんのやな。よかったやで。文明の明かりが遠い。遠くの遊園地見てるみたいな。街の明かりや。わからんけど快活ありそうな雰囲気があるやね。頑張れ。もう一息。岐阜はなんとなく空気違うイメージがある。朝から晩まで歩いてる一致は本当にすごすぎる。股関節大丈夫なんかな？心配になるわ。以前それで中断したことがある一致や、その後のペース配分は回数重ねるごとになんか安定してるで。ペース掴んどるし、体が強化されとるんやな。すごい。これもう現代の松尾芭蕉やろ。徒歩2期の経験値すごいな。見てない時間にも旅が進んでいってるのが結構刺激になる。今日何時間歩いてるんや。ホテルで体休めたせいかすごいな。10時間ぐらい歩いてるちゃう？飯風呂休憩抜いて。一致、今日は長いわね。今どこなんや。だるいやね。何県やそこは。岐阜。ちょっと前静岡だったのが、目を離してると愛知越えてたりするのがたまらん。快活？入ったら、飯食ってマッサージして早く休むんやで。今日もお疲れさんや。飯はまだだったっけ？お昼にスガキ屋食ったっきり？差し入れスネークも多かったし、なんか完食はしてるんちゃうかな。快活でなんか食うんやろか。数えたら今日だけで最低5スネークにたちが差し入れしとるから、もぐもぐしながら歩いてたのかもな。5スネークは多いな。最高記録？日曜日やしな。
こういうスレってやっぱいいな。朗報、到着。お通夜で。お通夜で。おつ。一致お疲れ。お通夜でー。お疲れ様。今日は長かったな、お通夜で。一致お疲れ様。なんか外の感じがいい。あっちこっちにラーメン屋あるな。やったね一致。一致お疲れー。あと何日かかるんや。前回東京駅からどこまで行ったんやっけか？青森。去年はスマやったな。去年は春にスマで10月に青森浅虫水族館やなかったっけ？すごいな。一致到着と同時にヤクルト阪神の試合終わったわ。お疲れでした。今日も無事にたどり着けてよかった。一致お通夜で。おつ。安心したせいか眠くなってきたんを。子供か、かわいい。 17歳や。永遠の17歳か。南沙織17歳。わいこの近くのうまいパン屋へよく行くやで、一致はパンあんま食わんけど。スタミナに関係があるかも。旅の時は米とかラーメンが欲しくなるんやと思うで。なるほど、歩いて汗かいとるやろうし、塩分なんかな。ミニアンパンは登山の行動食の定番だけどな。よく通るけど行ったことはないな。ネキが好きそうなシャレオツなでかいパン屋やで、釜焼きパンが有名や。はい、来週あたり行ってみる。グルマンタルイで調べてみ、火曜定休や。3月、晴れてれば土日のどっちかに行くで。明日は関ヶ原越えやね。こうやって進んでいくスレいいな。独特の感覚を受ける。兵庫県の地図見てるけど、県境の上郡町、何にもなさそうや。明日の行程、マップだとひたすら山ん中歩くよな。旅したくなるわ、インドアだから行くとしても隣県が限界やけど。一致も最初は江ノ島やったし、徐々に伸ばしていくんやで。一致こんな時間まで歩いてたんか。先頭見つけてたし今日は終わりかと思ってたわ。お疲れやでー。今日の補歴？冷え。Y の1年分くらい1日で歩いてるやんけ。お前はもっと歩け。はい。今日も凄まじいんごねー。もう岐阜と滋賀の県境近くまで来たんか。すごいな。お通夜で。今日もよう歩いたな。お疲れ様やで。お疲れ一致、ゆっくり休んでや。2000カロリーか。お疲れ様やで一致。晩ご飯、なんか食えるといいな。3月。 3月。そういえば晩ご飯食べとらんのか。みんな3月、明日の近畿入りに備えて今日は休むやで。ゆっくり休んでな。お疲れ一致。おやすみ一致。一致疲れてそうやから、差し入れで済ましてすぐ寝ちゃうかもやね。のんびりしよし、お疲れお疲れ。木金関西圏なら、スネークでなんか差し入れするかも。だいたいやっぱり50キロ前後をキープしてんねんな。前みたいに80キロ弱とかの日はないのはすごいな。寝る前にご飯食べます。ラーメン、あっさりで美味しそうや。 2回目の来たー。ラーメン。寝る前のラーメン来たー。やっぱりラーメン。寝る直前もラーメン。よっしゃ、ラーメンや。ラーメンはカロリーも塩分も取れる完全栄養食。便秘が心配。快活ってやっぱ、飯すごいな。カレーもうまそうやわ。安定のラーメン。快活ではポテトとピザしか食わないな。モーニングのフライドポテトうまい。ラーメン美味しそう。見てたら腹減ってきたわ。ギガ盛り高いけど頼んでしまう。こういう見てない時間も進んでいくスレっていいな。旅したくなるな。おやすみ一致。ワイも寝るわ、ミキたちお疲れ。お通夜で一致。お疲れ一致、ゆっくり休んでな。若いうちにワイもこんなアホな旅したかったわ。お疲れ様、快活か、野宿じゃないのは安心や。快活は3時間ごとのパック料金だから明日の開始時間は4時半かな。だが神社まで約40キロだし、参拝時間考えたらちょうどいいのかな。快活って確かに快適やけど、疲れ取れるんやろか。野宿やと自分の身は自分で守らんとあかんのや。フラットシートなら一応寝られる。鍵付き個室なら電気も消して寝られる。フラット、フルリクライニングならある程度は寝れる。道の領域になるスマ以降は、快活もスーパー銭湯も道の駅も蛇行したところにしかあんまないのが、ちょっと心配やね。快活じゃないねカフェや、元西国街道の宿場町ならなんかはあると思うけど。マジか、Y が進路先にテント張って寝袋用意してもええぞ。まあ、一致がどのルート通るのかはわからんからなんとも言えんのやけど、西国街道って何分歴史が古い分、幹線道路沿いに何かが集中してるとかがあんまないんや。御住民はどこにでもいるみたいやし、なんとかなりやろ。西国街道をご存知とは、私は京都の西国街道沿い在住。出身が京都で、割と西国街道沿いを転々としてる身なんで、なんとなくは。うまく言えないんやけど、関東の幹線道路沿いって、発展した土地と土地をつなぐ発展の仕方をしてきたけど、関ヶ原越えたらというか、西国街道はなんていうか、銅鐸や埴輪作ってたような頃の道が国道として今もあるんやけど、栄えてる町はまた別、みたいなところがあんねん。
書いといてなんやけど、日本やしなんとかはなるわな。ラーメン見たらめっちゃ腹減ったわ。お疲れさんでした。一致は今大垣なん教えてくれメンス。大垣、快活。たるい快活だぞ。3月。明日は琵琶湖あたりまで行く感じなのかな。明日は関ヶ原通って、米原、彦根、多賀で、多賀大社、ちょっと一致が気になっとる発言あったやで。ワイの家の近く通るやんけ。足痛くない？途中で靴買えんの？今までは変えてないっぽいね。でも、穴開いたりツルンツルンになったりはあったけど、今回はさすがに靴どうなるんやろ、とは思う。滋賀のラーメンってピンとこないわね。色々あるはずなのに。京都まで行けば天下一品があるよな。京都系はラーメン激戦区やけど、明日あたりは滋賀になるやん。来来亭やるぞ。来来亭って滋賀が本拠地なん。残念ながら、京都が元、滋賀も素材ええのになんか独自の押し出すラーメン屋とかあんま聞かんのよ。はい。滋賀ラーメンってありそうだがな。滋賀ラーメンうまそうやな、なんとなく。天理ラーメンも滋賀にはあるっぽいけど、名前の通りならやん。正直、滋賀って奈良と同じで、素材も歴史もそこそこあるのに、ここはこれ、みたいなのって少ないやん。滋賀のオール 3.5 巻好き。京都は第一朝日も推したい。三宮にもあるけど。俺も京都では第一朝日推し、ソウルフードではある。本気で推すけど、一致が並ぶのも忍びないし、なんか手軽に入れるとこ、なんかあったらいいな。第一朝日っていろんなとこにあるやけど、たまたま店名被っただけ？それとものれんわけ？まさかチェーン店なんか？本家が京都駅付近にある店舗。もともと京都駅の近くにあったのが本店でな、支店がバブル期にめっちゃ増えて、支店で麺に卵を使うのなんのみたいなのがあってやな。ってなことを隠すれじゃないわな。鶏ガラ醤油ベースに背脂みたいな話やな。地元にも2店あって、なんやろなぁと気になっとったんや。教えてくれてありがとうやで、すっきりした。名古屋にも第一朝日あるわね。第一朝日はかつて東京では池袋、明大前にあったんよ。今は新宿に1軒あるはず。新宿御苑の方にだからあまりアクセス良くなくてまだ行ったことないや。たまにはラーメンから離れて近江宮でもええんやないか？天下一品のこってりとか食ったら徒歩中に丸んこしたくなりそう。今北産業。一致スヤー、滋賀ラーメン不在、ケンケンゴーゴー。9日目で関ヶ原近くでスヤー中、今日は野宿じゃないっぽい。ここから8号線かな。関ヶ原ウォーランドのそばを通るのかね。マジ関ヶ原らへんは何もないよな、夜真っ暗や。たまに深夜に落ち武者さんが現れるらしい。関ヶ原もそうやけど、彦根あたりまでなんか怖い道ではあるよな。そこ通り過ぎたら忍者いそう。滋賀で食うてくれって、船寿司ってのもなんかなと思うしね。滋賀らしいラーメンないかなと思ったけど、全く知らんかった。もはやラーメンの旅やな。くたくたになるまで歩いて食べるラーメンは最高やろうね。関西地区はなんだかんだとコロナ前までは、チャルメラ流しながら歩いてる屋台あったんや。駅前とかには塩分濃い屋台ラーメンとかもあったんや。なんとなく、そういうのもちょっと味わって欲しかった文化ではあるね。だから今日のラーメンの一押しは、近江ちゃんぽんだって。彦根駅の近くにある。ついに関西か。一致おつやで。一致今どこおるん？寝るか。愛知の次は岐阜？三重？岐阜、滋賀、京都、かな。今北産業。一致は岐阜県たるいの満喫を満喫中。おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう、早いね。一致おはよう、もう出発？おはよう一致、よく眠れたか？おはようございます。よく眠れた？ぼちぼち眠れたで。早いなあ、おはよう。今日も一日ご安全に。今日は多賀大社は確実で、あとは行けるとこまでって感じやな。明朝雨が強まるみたいやから、野宿は回避すると思うわ。おはよう一致、今日も頑張ってください。おは今日は持ちそうかな、彦根の天気。おは一致、気が早いけど広島で待ってるで、今日もご安全に。今日こそは肉食えよな。一致朝早いな、今日もご安全に。おはよう、今日も楽しんでな。10日目。いってらっしゃい、ご安全に。朝ごはん食べた？快活のモーニング食べた。今日もご無事で。雨は大変そうやな。みんな3月。あの山を越えるのか？おはよう。おはよう一致、今日もご安全に。一致おはよう。快活って快眠できるん？足を伸ばし寝る程度、空調は暑いし、ひどい時にはいびきがうるさいし、野宿よりマシな程度。おはよう一致、今日もご安全に。一応天気やけど雲が多いわね。おは一致、今日も楽しませてもらうわ。山田。北海道は雨や、しくしく。おはようさん。おはよう一致、今日も応援しとるで。3月。関ヶ原へ。関ヶ原だ、今日、最初の難所の入り口。早いなぁ。
関ヶ原。一致おはようやで。一致朝早いな、今日もご安全に。一致おはよう、今日もマイペースで行ってや。おはよう一致、今日もご安全に。早いな、関西まで行ってる。一致もう歩いてる、満員電車の京王線で出勤中だよこっちは。おはよう一致。一致おはよう、今週も仕事しながらブラウザをチェックするぜ。一致おはよう。第一大満大吉の旗。一致おは、頑張れ。西軍か、奥におそらく六門線の旗も。三成の旗のそばに小早川の旗、皮肉だね。すげえな、第一大満大吉や。おは一致、足はどうや？ぼちぼちやな。豆の具合気になるわね。一致おは、足大丈夫かある。一致、おはようさん、草津在住やから、その辺での質問があったら答えられるで。今日は一日山の中の安らやね。多賀大社までご安全に。一致おはようさん、今日も足と話しながらの旅か。今回マンホール画像だとか初かな？これが。今日のうちに草津ぐらいまで行くのかな？それとも、多賀大社夜から近江八幡あたりまでか。今日はわからんな。天気次第やな。ヤフー天気のアプリ入れとくとええよ。雨が降る数分前にアラート来るで。雨が降り出す前に屋根のあるところで休みたいわね。もし東近江通るルートにできるならおすすめするよ。めちゃくちゃ景色も空気もいいぞ。夜から雨やね。彦根市夕方にはポツポツ降り出すよ。急な河川道を歩いてる？今のところせやな。もう10日目か、早いな。趣があっていいね。江戸から京に向かって歩く一致、羨ましい。道が蛇行しててそれっぽい。アップダウンで体力が削られそう。関ヶ原ら線は道もええな。一致って音楽とか聴きながら歩いてるんか？水戸黄門とか聞いてたらやっぱ歩くの楽しいんかな？音楽はまだわかるとして、なんで水戸黄門なんや。歩くの大好き。そんなほっこりした気分の散歩とは違うと思うで。人生楽ありゃ悪もあるさ。一日一歩、三日で散歩。二歩下がるなや。一致の歩き旅を見てると、猪木の言葉を思い出す。時は来た。それだけだ。違う。今日も徒歩2機は見客やな。今日も一日ご安全に。この道を行けばどうなるものか。人の住んでる気配があると、ちょっと安心するな。のどかだね。危ぶむなかれ、危ぶめは道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となると、迷わず行けよ、行けばわかるさ。すまん、仕事しながらだから誤字がある。猪木さんならこっちのも好き。人は歩みをやめた時に、そして挑戦を諦めた時に、年老いていくのだと思います。一致にぴったりだよね。苦しくても泣き言言わない、そして挑戦する、歩みを止めない。本当に強え男ってのはな、勝ち続ける男じゃねえんだ。本当に強え男ってのはな、何度倒されても立ち上がる男のことを言うんだ。名古屋抜けたら一気に田舎やな。濃尾平野から山あいに入ったからな。空気が良さそう。道路の丸印、初めて見たかも、なんて意味？わからん。知恵袋より、自分はまだ見たことないですが、車両感知式信号機にあるマークだと思います。マークの場所まで行くと車両検知するはずです。やってさ。ありがとう。出発から10日目、東から西へ、滋賀県突入。県境に律儀に用水路掘ってるんやな。県になる前からの境界線やから、国境線みたいなもんやろ。よう見たら、港と海って書いてるな。昔の人は豆やったんやな。小競り合い、とかあったろうしな、土地柄。昔から文化とか価値観も違ったやろしな。西国入りだ。はい、ここが岐阜と滋賀の境なんやね。ついに関西やな。来たー。県境わかりやすい。滋賀突入おめでとう。おめでとう、近江の国だね。近江神宮って行ってみたい。いよいよ関西入りやな。まだまだ先は長いけど、ひとまずお疲れ様やで。いい感じの道やな。いい風景やね。狐とか狸とか出てきそう。おは一致、うち寝坊したやで。滋賀入りおめ。関ヶ原ってめっちゃ寂れてるんだな。もう滋賀か、関ヶ原いつの間に通り過ぎたんやな。一致早少し休憩。ここからは、下り坂？多分。とりあえず21から8号にシフトして前原目指すんかな。晴れてるようでよかった。歩きやすそうや。滋賀手近江神宮と琵琶湖くらい？昔都あったのにみんなスルーするよな。どこに都あったん？はい。再開。いい天気やな。空気も美味しそうやね。関東もめっちゃいい天気。日向ぼっこしてる。空が青くて高い。関東も火曜水曜雨だね。一致、大阪市内って通る？最短距離を行くというのなら、宝塚方面から姫路を目指すことになるな。
市内はどうやろな。京都の後は大阪の北を通って神戸の方に向かうかもしれん。淀川は渡らないやろな。遠く向こうに山が見えてるんがええね。もう関西まで来たんか、すごいんご。今日も暑いやろ、スマホベタベタしてそう。今どこや？関ヶ原町や。多分だが米原に入っているかと。いずれにしても国道21号やね。ほーん、今日中に琵琶湖まで行ける？わからん。近郊運輸柏原配送センターのとこやな。思ったより晴れててよかった。彦根寄らずに多賀大社行くんとちゃうか。多賀大社まであと20キロそこそこってところかしらね。立地的には3キロで琵琶湖だから、ほぼ琵琶湖や。どっかその辺に甲賀忍者の隠れ里とかないんかな。おはよう、今日も足大事に頑張って。一致、帽子は調達したの？調達した。やったぜ。日よけならサンバイザーだとかのがええかもな。あまり知られていないが、甲賀忍者は薬売りをして情勢を探っていたんやで、その名残で今でも甲賀には製薬会社が固まっている。つまり甲賀の製薬会社は、わかるな？近所の薬局の親父の名前が実は〇〇祭って名前だと知った時は本当に驚いた。知ってる？去年の大河でナイナイの岡村さんがそれっぽい役やっててん。いい天気やな。一宮も昨日の薄曇りと違って、快晴で暑くてたまらんくらいや、昨日の天気は歩きやすくてよかったかもしれんな。今日のラーメンを考える時間じゃ。今日はちゃんぽんだな。雲が出てきたな。琵琶湖周辺は今日の夜から明日にかけて雨らしいし、負担がかからんうちに宿につけるとええね。もう米原か、すげえ。検索したんやが、米原周辺にラーメン屋ほとんどないわ。彦根城近辺まで行けばあるやで。かなり田舎だもんな。そらねえわな。ってことはコンビニかな。8号線行くなら3軒あるが、うち2軒は昼営業時間が14時半と15時、残りの1軒は静岡で行った丸源、ここはいつでもやっとる。多賀大社付近でラーメン屋探したら、多賀サービスエリア出てきたわ。店少ないんやろな。今日のお昼ご飯予想。1、近江ちゃんぽん。2、船寿司。3、サラダパン。4、ラーメン。近江ちゃんぽんを見てみたいな。ご当地ソウルフードなんだよね。悪いことは言わんから船寿司はやめとけ。当たったら怖いしね。当たる当たらん以前に売れ寿司は人を選ぶから。お腹痛いの時のためのお薬だとかはあるん？御住民の中にお医者様はおりますか？御住民は幅大卒のエリート弁護士会社しかおらんぞ。そういやこれって何日目？ 10 日目らしい。マジかよ。米原ほんとなんもないな。コンビニならあるが、米原と彦根の間の8号線沿いに、すりはり峠暴湖同士、通よめんとこが、なんや口コミだと眺めが良く、景色がええとのことやで。鉄道で栄えた町は大体どこもそんな感じよ。滋賀県内は東海道本線と琵琶湖の間に平和道があるわ。こういう歩道いいね。なんか空気が濃密な感じがする。相変わらず人っ子一人おらんわね。ああ、ここも中山道なのか。彦根インターチェンジの近くの海ちゃんぽんは通り道になりそう。毎度ラーメン消化できる駅がすごいな。ここまでサラダパンの米なし。一致、めったにパン食わんからやで。わろ。飛び出し坊やじゃない。地元色豊かなキャラやな。色味からしてまだ新しいな。一応飛び出してくるのは人間なんだな。熊やイノシシじゃなくてよかった。確かに。なんか見たことないな。人間だ、よかった。めっちゃ飛び出すやん。こっちもか。滋賀名物や。足上げすぎて腰がぐきっとしとるやん。ってことは通学路なんかな？時間帯が合えばそういう子供らにも遭遇したんかな？飛び出し坊やも進化してんだな。遭遇してたら事案化されてたんやろうか。スト流に来おらんと、もはやどこ歩いとるかわからんな。それを自分で探し出すんが楽しいやろ。わい探して今迷子中やで。それもまた楽しい。大したろうじゃなし。次は、付近かな。ありがとん。田舎になるとヒントが少ない。歩いてしか行けない中山道にいるのかな？ Google 車は行けないとこ。なんとなく、迷信の横歩いてる時は分かったけど、今はほんまにわからん。前、一度後つけてってたら、見当違いなところ歩いてて草。大ヒント。道祖神だとかもあるとええな。サメガイか、養村のところやな。えらく新しい石碑だな。石碑というか、案内板やな。そういうもんは何年経ってもなくならんやろうから、いい目印になるやろうね。ストビューだとかで。ストビューで見ると綺麗な街並み。一致の写真、道もええけど、道以外の写真来ると、なんやワクワクするやで。一応は歩く先にあるもんだけ撮ってるんやろうけど。徒歩始めた頃は、落ちてる天下とか、道外れに設置されたゴムの自販機とか写すの大好きやったんやで。すげえ、水が綺麗な感じ。なんかいいね。
鴨神社かも。この辺ほんまええな。大きな昔のお店さんが多くて、風情あるやん。昔はここを旅人がちょっと休憩したりしとったんやろうな。一致が地元に近づいとる。そこからだと、前原インター近くに地元チェーンのジョニー系列のラーメン屋があったりするな。近江ちゃんぽんなら彦根まで来ないとダメだな。お昼ご飯代わりに。うまそう。何味？抹茶ミックスとかかえ？絶対うまい。抹茶アイス？なんか売ってたの覚えてるわ。ちょっとカロリー足りないんじゃ。でも抹茶アイスうまそうだな。バイカモらしい。バイカモって食えるんか。3月、美味しそうやな。バイカモアイスで検索すると、米原のが真っ先に出るんだな。これ目当てで言ったやろ。バイカモ。冷涼で流れのある清流中に生育し、初夏から初秋にかけて梅の花のような白い花を水中につける。葉は能力色で分裂し、流れに沿って1メートルほどに伸びる。清水では育たず、水槽での生育も困難。山菜として食用にもなる。やて。勉強になったわ。3月。わいも知らんかったから勉強になったわ。一致3月。水路の底に生えてるあれや、食えるとは知らんやったわ。人間の食に対する欲求ってすごい。綺麗な環境にのみ育つもなんやな。昔の日本の古書には水草や卵が幻想的に生い茂ってたらしいな。昔の大陸では日本のことを豊足原の国と呼んどったらしいで。ワイの先祖、このも食べたろ、ゲロまずやん。そんなもがあるなんて知らなんだ。一つ賢くなった、3月。わいも知らんかったわ、3月。ああ、通りで色が薄いわけだ。抹茶にしては色が薄いと思ったよな。最初メロンかと思った。それに味の想像が全くつかん。抹茶みたいにちょっと渋みある甘さじゃないだろうし。まずかったらソフトに入れんやろな。イナゴソフトとかいうのがあるやで。イナゴは普通にうまかったからありかもしれん。うまいならよし。昆虫食は人を選ぶのと、あとは見た目がね、なんでそのまま入れたし。羽と後ろ足はむしり取って。確かに食べるのに躊躇する見た目ではあるよな。ただ良質なタンパク質が手に入りにくい時代の苦肉の策が今も食文化として残っとるんやろな。イナゴせんべいなら食えるんと違うか。佃だろ、小さい時バッパとイナゴ取りに行ったわ。イナゴは佃煮なら食べれそう。一致は小食なんやな。それか体力消耗してて腸の調子が悪いとかか。ちなみに質問なんやけど、だいたいいくらぐらいの予算で歩くん？宿泊と飯入れるかどうかでかなりちゃうんよな。2食食べてホテルも泊まるんだったらそこそこ必要やけど、1食とたまにおにぎりでホテル使わないん日なら1000円くらいちゃうか。ホテル泊まらんでよう体持つな。3月。ホテル使わんとどうやって泊まってるん？民家に泊めてもらってるん？野宿。一致の旅の予算ストイックすぎやろ。現代の修行僧みたいやな。立ち食いそばなら米原駅にあるな。一致よ、肉を食べないと体が弱るべ。差し入れがジャーキーだらけになりそう。ジャーキーはいいアイデアかもしれん。どこまで来たん？滋賀か？滋賀県米原市やな。サメ街から米原間を歩いてる。なるど、半分くらいか。東京から博多が 1173.9 キロ、東京から米原 445.9 キロで 37.8% やね。だいたい3分の1到達か。また降りそうやな。もうそろそろタガ付近かな。頑張れー。滋賀に入るといろんな飛び出し坊やがいるから楽しいよね。米原駅から多賀大社まで旧中山道経由で11キロな模様。地蔵川、イサメ橋のとこ、雰囲気すごいいいな。行ってみたくなったわ。今日暑いで生きてるか？てか一致、燃費良すぎやろ。画像上げてないだけでラーメン以外に食ってると、思う。じゃないと消費カロリーに摂取カロリー追いつかんやろ。差し入れもあるしな。ワイは部活やっとった高校時代は5食くらい食ってたわ。電波があまり良くないっぽい。山の中だからやろか。いけそう。よかったよかった。そっち選んだか。二股のとこ、どっち行くんだろうなと思ってた。これ絶対降るやろ。すごく怪しい雰囲気ある。最悪テント立てて避難やな。オンジェイミン探してお家泊まれ。弱い雨雲がところどころ発生してる模様。降ってきたわ。通り雨やとええけどな。恵みの雨降らせたろ。にわか雨かな。雨降った時はテント使うと後が大変すぎる。てるてる坊主作らな。予報だけ見ると夜中から雨で深夜に豪雨。野宿は不可やね。みんな知っとると思うけど、天気は西から変わる。西に雲あって、冷たい風吹いたら確実に降る。このルート雨宿り難しそうだな。秋の雨はほんま風引くわな。雨の日にあの山に潜みたいよね。ラウンドアップ巻いたんかな。アイリス大山工場、こんなとこにあるんか。すぐ隣はアストラゼネカ。医
今をときめく制約か、ウハウハなんだろうな。山も小山。Google マップに今一どこらへん？前原ジャンクションのそばか。なんか秋になる手前の感じ。降ったりやんだりやね。もしかしたら、旧中山道進むんか？多分。旧中山道を進むと、すり鉢峠。もはや Google カーが通らなさそうな道やな。山秋の空。天気が持つように祈るのみだな。割とマジでイノシシ注意やな。熊も注意。月のワグマはビビリやから、ヒグマより危険性低い。実は本州やとイノシシのがやばいらしい。イノシシはやばいで、北海道にはおらんのか？好戦的でめちゃくちゃ強い。いないで。気性荒くて、牙でも疲れたら、大体動脈いくらしいわな。イの身体能力もやばい。車中からだけど、1.5 メートルくらいのブロック塀越えていくの見たことある。明日は京都でホテル泊か？滋賀、琵琶湖南岸は割と街固まってるから休憩取りやすいんかな？なんか道やね。イノシシ1回でいいから食べてみたいわね。鹿とかは食べたことあるけど、オスはめっちゃ臭いらしいわな。匂いイコール野種あふれる。鹿は赤身でうまかったわ。ちゃんと血抜きしてあるやつなら、鹿は匂い消すような香りつけなくてもいけるよな。野生のはヘッドショットで一発で仕留めるとうまいらしいわな。ボタン鍋うまかったで。今日は平日だからスネークミンも難しそう。通行止めやったわ。マジか。メンタルにきつそう。マニアックな道に入ってもうたか。マジか。引き返しか？それも旅の醍醐味や。あいたたたた。前原経由？せやな。かなり遠回りだな。1時間半くらいのロスやな。きついな。戻るんか？ 1時間。あらら。迂回路ないんか？なんかトラブルか？今どこの道や、調べるわ。旧中山道から多賀大社に行こうとしたんやが、工事通行止めだったから、国道8号からやな。県道240から国道8に迂回か。せやな。見てる側が簡単に言っちゃいかんけど、それも旅っぽいな。結構戻るんやな。大変だけど一致頑張れ。通行止めを教えてくれな、Google 先生。道に詳しいに気おったら誘導して差し上げて。中山道にクレーム案件やろ。慌てない、まだ慌てる時間じゃない。夜中だったら悲惨やね。道案内兼警備員がおらんのか。歩いてると道の名前も詳しくなるわね。アイリス大山あたりまで戻らなあかん感じ？その間に横にそれる道はないものか。この後雨が降ることを考えると、多賀大社見送りで、そのまま南進するかも。臨機応変な一致、頼もしい。車やったら少しの迂回やが、徒歩ならかなり迂回になるか。この先の旧中山道、いい雰囲気なだけに残念だな。多賀大社は次回の旅になるのか。その時の最善で行くしかないよな、おつやで。頑張れ一致。頑張れ。みんな3月、まあなんとかなるやろ。なんとかなるやろの精神好き。戻って県道240からの国道8かね。農家のおっちゃんに近道教えてもらったわ。サンキューおっちゃん。おっちゃんグッジョブ。サンキューおっちゃんフォーエバーおっちゃん。やっぱ地元民への聞き込みは大事やなって。農家のおっちゃんも、まさか東京から福岡まで歩いていく人やとは思わんかったやろな。おっちゃんグッジョブ。おっちゃんナイス、サンキューガッツ。おっちゃんナイスやで。おっちゃんありがとう。風景。Google 車が入っていけなさそうな農道やな。しかし、改めて道路情報を見てみたけど、西は大雨の被害か、細々と土砂崩れで通行止めとかあるな。気持ちいい道だな。まさか、山の中突っ込むとか？主よ、大阪は夜か？補給物資必要なら何でも言ってくれ。北部を通過する感じやと思うわ。物資はしばらく持ちそうやから大丈夫やで。レインコート持ってるか？ある。西国街道か、171ある区間かな。東海道のがメジャーやけど、中山道のが歩きやすいんか？単純に距離が短いんちゃうかな。一致は中山道で多賀大社目指してるんか？中山道は回避や。了解、旅の無事を祈る。171がまだ起伏少ない印象。店も多いし、車とチャリに気をつければ。一致、今日は草津イオン付近まで来るんかな？一致に飲み物差し入れ行きたいが、微妙に場所がわからんな。なんか米原駅が近いっぽい。一致、今日は近江八幡くらいまで行きたい感じ？せやな。山あいを多賀に抜ける道かな。多分多賀大社には行かないと思う。草津の商工会議所の前で、東海道と中山道は合流するで。北国街道に出たね。東海道本線沿い？この路面の感じいいね。たくさん線路あった。前原電流線かか。天気恵まれとるな。国道に出れた感じ？じゃ、南彦根駅前のビジホに泊まって、朝一で多賀大社とか。日程がない。
12日に京都に行きたいから。明日は琵琶湖沿いを歩きそうやな。なんかすごいところを歩いてるね。米原駅周辺の8号線か、飲み物差し入れに行くやで。米原駅近傍か、電車区もあるからとにかく構内が広い。新幹線沿いを南下して、県道329に行く感じちゃうかな。ご飯なら今がチャンス。今逃すと、彦根まで田んぼの中。彦根に行けば、近江ちゃんぽんが食べられるかも。野生の彦にゃん飛び出してくるから気をつけてな。スネーク。スネークで船寿司。米原駅駅弁井筒屋さんを紹介。レッツゴー、スネーク。今日通ってたあたりが日本で一番の記録がある豪雪地帯ってのも見てると不思議な感じがする。てっきり青森あたりかと思ってた。意外やろ？あの辺豪雪地帯なんよ。11メートルとか積もった。でも、北国と違って溶けるの早いから、ずっと残る印象がないねん。青森の菅湯温泉やないんか？日本の積雪量1位は伊吹山山頂な模様。人が住んでる地域と純粋な積雪量と分けてあるんかな。今見たけど、酸ヶ湯の絵面もすごいな。琵琶湖でスッカスカなせいで、北西の風ががっつり伊吹山にぶつかるんよね。しかも伊吹山の積雪量はギネスにも載ってるで。伊吹山の積雪 11.82 メートルは積雪の世界記録やな。冬場は豪雪になると、新幹線は岐阜羽島から京都間で70から 170km 制限がかかることがある。安に住んでた時に家から見る新幹線の速度で大体の積雪量が予測できたんを。確かに日本海側からの風の吹き出し口がこの辺になる地形なんやな。関東民やから疎かった。一致の写真見ても、たまにある民家が北国と同じ作りになってるのおもろいなって思ってた。落雪式住宅ってこんな感じかって。コンビニでサラダパン。サラダパンをコンビニで見かけたことはないで。特定の日にスーパーに入荷されているくらいで。そのスーパーも平和堂、イオン、ビアゴだけや。5年前仕事で行った時コンビニで買った記憶が。サラダパンを作っている鶴屋パンのホームページの取扱店舗を見てもらったらわかるが、コンビニは扱ってない。すまん、気のせいだったのか？サラダパンセブンイレブンで検索。セブンイレブンのは味が違うんや。たくあんの量も少ないし。すまんのおいら千葉県民なんや。本家以外に認めたくない気持ちはわからんでもないけど、他県民はこんなもん。永遠やで、にっこり。それなんか見たことある気が。正当な飛び出し坊ややん。本家出たー。これにぶつかる可能性。遠くの山がいいな、映画を思い出す。差し入れいただいたで、サンキューガッツ。一致に飲み物渡してきたやで、爽やかな男やったわ。ナイススネーク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 。サラダパンも一緒に渡したれよ。すまんやで、わい彦根民やからな。サラダパンはもっと北の地域の食べ物なんや。ヒコニャンがスネークする時代。何それかわいい。かわいい。サラダパンは、余呉湖付近で見たことあるんを。そういえば、品川駅で買った全国の名産品入れたおにぎり、違川サラダパン味やった。もはやパンちゃうやんと思ったけど。あそこってまだあるん？並びの蕎麦屋はよく行ってたな。わからん、コロナなってから新幹線出張がなくなったんで、寄らなくなった。みんなサラダパンへの思い入れがすごいな。サラダパンは木の元。というか、地元民のローカルフードの思い入れはすごい。毎日昼ご飯予想知るけど、地元愛を感じます。わかりみ。関東平野育ちやから山が近くに見える風景ってワクワクする。わかる、遠すぎず近すぎないところに山がある景色、憧れる。そういや今でも彦根の牛肉味噌漬けってあるん？教えて彦根。今でもあるけど、地元民はほとんど食べへんで。お土産用の名物や。3月。いつも予想でご当地グルメをあげてるけど、滋賀の予想で船寿司出したらみんなが全否定で笑った。船寿司は栄養価も高いし、普通に美味しいんだけどな。おお、曇天。山の方に向かってるように見えるが大丈夫？彦根城近い。予報だと18時くらいから雨が本降りかもしれんみたいやし、ちゃんと雨しのげるところに間に合うといいな。彦根城には彦ニャンが常駐してるん？もうすぐ彦根城博物館に現れるらしいで。3月。彦ニャンは公務員かな？確か役所にデスクもあった気がするで、なんかで座ってるのを見たことがある。3月。彦ニャンは定休日があったような。14時50分、西日本の雨雲の様子。今近畿地方にかかってるのが、あと数時間で滋賀県に接近やね。確かに降りそう。5時からドラフト会議なんだから、早めにホテル入ってテレビの前で待機するんやで。17時か、シャワーついでに1時間だけ寝カフェで休憩取って、ドラフト見てもええかも。
一致はハムファンらしいしドラフトみたいやろな。栗山監督がくじ引くんやっけ。辞めるやつにくじ引かしてええんか？絶対手抜くやろ。栗山監督、くじ当てたやつと結婚する気満々やで。みんなドラフトへの思い入れ強いな。彦根彦根入りおめでとう。彦ニャンにやっていかないの？おめでとう。彦根突入おめでとうやで。Google マップ見てて城を検索したら城だらけで笑った。徒歩2期彦根入りか、天気も悪くなるし、どこまで行くか悩みどころやね。15時15分、雨雲の様子、明石市付近まで雨雲が進んでる模様。ご飯食べます。来たー。まさか、船寿司。今日は何ラーメンや？ご飯タイム。これは、船寿司じゃなくて、近江ちゃんぽん。せやな。これが近江ちゃんぽんか、美味しそうやね。ちゃんぽんはラーメン。ちゃんぽん亭、よし、リンガーハット行ってくるで。醤油ベース？あっさり醤油。キクラゲと野菜いっぱい、美味しそう。近江ちゃんぽんってこんなんなのか。おー、なるほど。ご当地ご飯って美味しそう。これも旅の醍醐味だね。近江ちゃんぽんなんてあるのか、初耳、うまそう。近江ちゃんぽん美味しいんよね。一致、船寿司も食べようよ。おつやで。今どこや、健康か？ぼちぼちやな。雨雲の流れを見てると、18から19時には、滋賀県湖東方面にかかる見込み。滋賀へようこそ一致。今夜の宿の検討はつけたんか？なんとなくは、関ヶ原越えたんか？彦根城とかは近くにあるんか？そうみたいやね。再開。頑張れー。雨雲が当たらんこと祈ってるわ。とりあえずドラフト見るために快活へ。ドラフト、気になるんだ。案外俗物なんやね。ハムは高校ビッグ3に特攻やろか。旅の途中でもドラフトは見逃さない一致、好き。ドラフトは気になるよな。一致、野球好きだもんな。ハムは風間だとか言われてるけどどうなんやろな。わかってはいたけど、ペナントの最中ドラフトってのは違和感すごいな。一致はチナハムなん。せやな。不思議な階段やな。面白い形、自転車をしながら歩くときは階段みたいなところ、ってことかな。せやな、これ自転車だとかバイク専用なんじゃ。歩くの結構きつそう。高架橋かこれ？京都突入か？この階段、関西以外にはないん。東京では見たことない。田舎でもない。マジか。どこにでもあると思ってた。人に厳しく自転車に優しい階段。自転車登校用の通学路じゃないの？バリアフリー設計なのかと。なんでこんなに階段の幅狭いんや。階段の幅はいくつかサイズあるんやけど、多分これは階段をまたいで車椅子用になってると思う。後ろから押す人は階段使うみたいな感じで。友人の車椅子のやつが腕鍛えるからって、よくこういうの上り下りしてたわ。一つ利口になったんだわ。つまりエレベーターないとこうなるんやな。そうそう、エレベーターある方が便利やとは思うけどな。高速道路を横断するところとか、自動車道を横断するところとかに多いねん。関西行った時こういう階段あったな。関西にしかないとしたら、高架下をくり抜くより経費安いからかもしれんね。掘ったら遺跡出てきては工事止まるし。イオンあるやん。見事に誰ともすれ違わないんやな。滋賀はみんな車で移動しかしないですね。持つべきものは体験者、やね。一致、本当は多賀大社に行く予定だったでしょう。多賀大社にはやはり縁結びのお願いのため？まさか。前も興味があっていけんかったから、今回機会があれば、っていう感じやった。多賀大社行くなら、糸切り餅食べてほしいな。おごったれや。一致は肉が嫌いなんか。好きやで。雨降らんとええな。せやな。割とマジで雨って体力削られるわな。わかる。みんなでてるてる坊主作るで。多賀大社行けんかったんか、残念やな。多賀大社は断念。せやな。残念やったな。代わりというわけじゃないけど、京都の全休日にどこかお参り行ったらどうや？泊まるとこにもよるけどありやね。ずっと8号線歩くんですか？途中から中山道？雰囲気次第やな。今どこ？彦根の植民地。滋賀か。すげえ、東京から福岡って頭おかしい、かっこ褒め言葉。湖岸道路も琵琶湖が綺麗だから見てほしかったな。なんやどんよりしてきたん、単に夕方なんか涼しそうだけど。ドラフト見てきます。おお、間に合った。お疲れ様。 3時間パックか？間に合ってよかった、お疲れ様やで。快活ってテレビ見れるんやな。新川スポブルで見るんやで。一致お疲れ様やで、なるはずはないが、ワイも携帯前で待機するやで。一致、雨よけで宿泊まるつもりなら、もうそろそろ宿泊地決めた方がいいんやないか？彦根から先ほど田舎で、なんかええ感じのとこないかもよ。大丈夫か？
快活があるから大丈夫じゃね？立東、草津、大津ぜぜ、と、この先あるし。まあなんとかなるやろ。一致、ドラフト終わったらちょっと会いに行ってもええか？大丈夫やけど何時に出るかわからんで。あ、ドラフト終わったら、また出発する感じ？せやな、明日雨やから今日もうちょい進む予定。了解、一致が何時まで快活いるかわからんが、とりあえずワイも快活行こうと思う。一応、19時くらいになりそうやが。わいそれよりも早く出るかもしれんから、その時はすまんな。オケ、その時は歩いてそうな道で一致探すわ。傘は持ってる？一応あるで。一致はどこのファンなんや？一致日ハムファンやったよな。一致はハムファン。そっか、一致北海道出身やったもんね。日本ハムスターズか。いつの間にか琵琶湖まで来てたか。一致お疲れさん、彦根の快活クラブから駐車場を挟んでドラッグ豊かっていうドラッグストアがあるから、もし必要なものがあったら買っとくとええで。草津の快活クラブは旧東海道から2、3キロ琵琶湖寄りになるからおすすめしない。今日中に近江八幡くらいまで行かないと明日きついだろ。しかも明日は雨だし。いつもおる絵文字2期はおじさんか？おじさんじゃ。テレビは始まったけど選手紹介やね、今は。今年はパーティー会場みたいなとこじゃないんやね、ドラフト。去年から会議室でやっとる。なるほどはね。コロナ対策やね。タツ？ハムってタツの事前予想あったっけ？ハムはタツ一本釣りやん、おめでとう。いやー、びっくりしたわ。ダルビッシュ感があるしな、タツ。びっくりしたよな。ダルビッシュ感あるんや、期待の星やん。お前ら野球とラーメンになるとすぐ脱線するのな、なんのスレだよ。徒歩2期も早めに切り上げて、ネカフェでドラフト見てるんやそ。一致と一緒にドラフトを見るスレ。一致と一緒ならええんじゃ。一致は一巡で快活出る？せやな、6時前に出るわ。一致は何か運動部入ってたんか？徒歩部？野球。お、一致もドラフト見てたんか。快活で見てて、これから出発。まだ歩くんや、すげえな一致、頑張れー。ドラフトも見終わったので、再開。頑張りや。野球も原動力の一つなんかな？立東まで8時間やで、お気をつけて。これからまた歩くのか。まだ歩くんか、一致気をつけてー。ここから京都まで意外と長いからな、一致頑張れ。3月。一致、ルートは快活前の大通り8号線をずっと南下する感じやんな。せやな。わかったで、3月。一致もまだ歩いとるし、ワイも残業頑張るわ。夜にかけて天気が悪くなるし、気をつけてな。明日はいよいよ流浪に音信、京都編か。暗い道や足元気をつけてな。雨降ってきたのかな？かなり怪しい。雨ひどくなる前にいいところ見つけられるよう祈るわ。しかしよく土地勘のない道を夜歩けるな。スマホあれば言うほどでもないやろ。名古屋へ。名古屋に入った？もう滋賀県やぞ。雨降らんとええな。今夜はどうするの？宿泊地の目星はついてる？なんとかなるやろ精神で決まってないらしいよ。滋賀県で全行程の半分くらいやろか。神戸で半分らしい。まだ少しあるか。今どの辺なんや？彦根。このペースやとあと3日かからんという事実。なんか徹夜で歩くような予感。豊里へ。一致、もうローソンは通り過ぎた？せやな。もうしばらく先にあるファミマで待ってるで、天下一品の隣のとこや。3月。もう彦根を出て豊里か、草津まではさすがに厳しいよな。琵琶湖の下のあたりを南西に向かってる感じなんやね。雨雲レーダーは21時くらいからパラつくかもって感じやな。パラつくくらいならなんとかなりそうやな。最近天気予報は関東じゃなくて中部関西方面気になるようになったわ。今のところ東海道本線沿いに雨雲は発生していない模様。夜道は車に気をつけてな、おやすみ。長旅やな。雰囲気やな。差し入れいただいたで、3月。なんとか一致に会えてよかったんを。まだまだ先は長いが、道中気をつけて頑張ってくれメンス。ナイススネーク。ナイススネーク。グレートスネーク。ナイス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 スネーク。こんな時間になるまで歩き続けとるんか？この時間歩いてるのは通常運転。あんま早く目的地着いても野宿やと早く寝るわけにもいかんし、快活は時間料金やしな。森山警察署管内やす、森山付近の夜、深夜の職質多発や。一致頑張れー。まさか、近江八幡まで行くんか？近江八幡市にネットカフェはある、快活は立東まで行かないとない模様。15年前なら安駅前に微笑みの湯があったけどな。でけえ。でかいコーヒー。
知らない土地のいろんな風景見れて楽しいわね。安全第一で頑張れー。10月1日、家康、江戸城を出発。10月2日、一致、東京を出発。10月11日、家康、清洲城に到着。10月11日、一致、近江入り、今ここ。10月13日、家康、岐阜城入り。10月15日、家康、関ヶ原に到着。一致、史実の東軍を超える速度で関ヶ原向かってるやんけ。すごい。そのデータに注目するセンス。最高やな。すげえ。今日はどこまで歩くんやろうな。わいもお散歩してこよ。暗いから気ぃつけてな3月やでー。東近江へ。考えてみれば、御住民の期待を背負ってるから、途中危険できへんわけやろうな。一致、今日はどこまで行くんや。いい感じのとこまでやな。このスレの影響を受けて、今日新御徒町駅から浅草まで歩いたぞ。おつ。近。一駅ずつ距離を伸ばして行くんやで、きっと。大きな地震来たれば強制的に歩きになる。3.11 の時、強制的に40キロ歩いたおいら。その点自転車は天災に影響されんからええで。まあ豪雨で浸水したら死ぬ目に遭うけどな、白目。快活の彦根店から立東店は約34キロ。一致の見客なら5時間ちょっとってところか。そうすると到着が23時過ぎ。道の駅まで3時間、快活まで5時間や。夜だと場所の特定が難しい。ローソン東大宮商町店やな。おお、3月。いい感じのとこってどんな場所なんやろな。出地肉林の楽園や。もぎたての果実のいいところやで。そろそろ安土やな。一致はガンダーラ目指してるのかもしれん。マリンワールドやで。もうそろそろ寝ようや、明日に響くで。ここら辺に休める場所あるん？安土城に行くしかないな。もうすぐ近江八幡エリアね。街灯あるのになんとなくホラー味が。場所が特定できない。暗いなぁ、気をつけるんやで一致。一致の休める場所が早く見つかりますように。お分かりいただけただろうか。タヌキ？スネークやろ。うわ、飛び出し坊ややん。ほんまに飛び出しとる。おや、8号からそれた？急な河川道かな。ウォーキング1時間で184カロリー、おにぎり1個のカロリー使うんやな。一致はどう見てもその何倍も消費してるやろ。ああ、荷物背負ってるし、ペース早いからね、200カロリーくらいかな。あとほぼ毎日50キロは歩いてるし。御住民の期待でプレッシャーもあるやろうし。まっすぐ行って道の駅かと思ったら違ってたな。今どこやー。場所の特定は無理っぽい。もはや精神論だな。無心で足を運び続けるしかない。当人見てるとさほどのプレッシャーは感じないけど。その自然体こそが徒歩2機の力を生んでるのかもしれん。バキでもあったけど、脱力こそがパワーの要らしいよ。この徒歩旅に、みそぎとか願掛け的な重苦しいとこあったらこんなに人気は出ないでしょ。ライトでポップな感じがいいね。やってることの凄さとのギャップが良いよ。一致、いつもながら今日も長旅やから気をつけて、あとちょいかもだが、目的地着くこと願ってるわ。昨日、距離短め、で、2086.3キロカロリー消費らしいよ。足とか腰だとか、今のとこ平気なのかな。汗もだとか大丈夫かな。街灯少なそうやね。もはやわからん、コスモス畑目指しとるんかな。自分でもどこ歩いてるか迷わんのやろうか。今日はスト12機はいないのかな。8号線かな、これは。一致たとえ迷っても、誰にも聞かなそうやな。今日、聞いてたで、通行止め食らって。そうか。一致はコンパスと地図でも大丈夫。野生の勘。ナイトモードとかないスマホやと、肉眼より暗く映っちゃうから、まあ大丈夫でしょ。今どこ？神崎中央病院付近やろか？今日はどこまで行くんや？近江八幡駅近くのビジホ目指してるんと違うか？今どこおるん？タイヤランド過ぎたあたりから路地に入った模様。真っ暗やね、気をつけるんやで。何県？滋賀入った？京都？滋賀入りしてんの？滋賀県の近江八幡付近や。3月。琵琶湖の右側進んでるんか。近江八幡ってどこや、琵琶湖か？そや。琵琶湖なら京都はすぐやな。明日やな。多分だが、セブンイレブン5カ所清水花から農道に行った模様。俺もそう思う。おそらく近江八幡駅に向かうためにショートカットやな。予想だけど、清水花から急な河川道に入ったっぽい。清水花って汚い地名だな。迷い道裏道いい、信号ガードレール。もう少しでラーメンにありつけるみたいやね。京都で1日休息日取るかもしれんとかなんとか。雨やしね。雨の中、強行軍してもいいことないからね。趣があるわね。古戦やね。楽通報かな。
でも真ん中が刀のつばの穴みたいだ。何これマンホール？せやな、この辺りは全部これや。初めて知ったわ。織田信長のゆかりの地、安土、永楽通宝線と刀のつばが書かれうんぬん。なるほど、また一つ賢くなった。オンジェイミンは博識やな。旧安土町のマンホール蓋。織田信長が将軍を期して、当時の通貨、永楽通宝を刀のつばに刻印して愛用した負けずのつばにちなんで、刀のつばと永楽通宝線がデザインされています。各地方にいる博識オンジェイ。賢くなった。そういや信長ちゃん、当時自慢してきてうざかったな。お前、明智光秀か？ノップ、また未来人か。この前作ったつばでも自慢しといたろ。交差点だね、農道の側溝にはまらないように気をつけや。安土図書館っぽい。これでわかるのはすげえわ。それやな、その先を左に曲がって砂の道に入り込んでるんや。この前は今、夜の東京を散歩してたけど、深夜の街並みって独特の魅力があるわね。深夜の京都はええぞ。深夜の京都、ぶらついてみたいわ。天狗とヌエと狐と狸がいるから危ないよ。百鬼夜行か何か？百鬼夜行はパレード、こいつらは単発で悪さする。パレードは見てみたいわね。一条百鬼夜行でググるのだ。ゲストハウスで聞いた戦闘が消えてて、延々徘徊したことあるで。今だと Google マップでも更新されるの遅くてそういうことあるのかね？数年前の話やから、今やとどうやろうね。おいらも20年前、京都の街で迷子になりさまよった思い出。百鬼夜行に遭遇しそうや。ワイは深夜散歩しとって、犬と思われるうんこ踏んだ。真っ暗やね。遠くに文明の明かりが。一致、遭難してない？かろうじて明かりあり。京都市民やけど、質問あるか？絶景ポイント3つ挙げてくれメンス。京都タワー、伏見稲荷大社の中盤、愛宕山。将軍塚と、駅ビル。3月、見てみる。愛宕山は7合目あたりだけやろ。クソ展望効かない。そもそも京都はそんなに絶景があるわけでもないからな。条例で高い建物作れないし、山はあるけどそれはもう京都ちゃうし。京都の絶景って市内から出ないとないような。天橋立とか。京都の絶景といえば、石川五右衛門に絶景かな、と言わしめた南禅寺山門からの眺めだろ。なお、桜の季節だった模様。京都タワーの風呂はまだあるの？6月に亡くなっとる、コロナの影響であかんかったくさい？は？夏場はタワー地下の銭湯で汗を流してから帰ったのに。6月ぐらいに潰れた。天龍寺の庭は好きすぎてアホみたいに通ったわ。智石院の庭すこ。まだ歩いとるんか？砂利道に迷い込んだ。おいおい、用水路に落っこちるなよ。マジか。足元暗いからわかりにくいよな。週末から寒くなるらしいで、一回服取りに戻った方がええんちゃうか？今更気がついたわ。めっちゃ時間経過してるし、そろそろ到着でリアルタイムで追いかけられないわ。って思ったら、目的地福岡で、まだ今関西で半分も来てないのに気がついたぞ。マジで福岡まであるんか、歴代最長やん。近江八幡駅の近くのビジホに向かっとるんやろ。だが途中から8号からそれたもんで、どこかわからないんや。ショートカットするために路地には入っとるんや。途中確かに砂利道あるわ。アットタイム？たまによくわからん道歩くのが、このスレの醍醐味やな。いっち今どこやねん。助かったようだ。県道199号線を西に進んでイオンシネマ付近に出ると近江八幡駅や、そこにビジホもあるで。まだ歩いてるんか、まさか大津まで行くつもり？街灯があるだけでなんか安堵する。Y の県まで来たら報告くれメンス。ここに書いてくれたら飯おごりに行くで。何県か言わないと。県って言っているから、京都大阪は抜けてからの話だな。一致は漫画喫茶のアットタイム近江八幡店でも行くのかな？飯ったってタイミングとかあるし、差し入れの方がええんと違うか？そやな、ビーフジャーキー持って行ったって。地元民は観光しないっていうのはガチやで、小学校の遠足で、かろうじて清水寺に一回行ったぐらいで、金閣寺とか二条城とか行ったことない。なんか知らんが金ピカやったで、二条城は床がギコギコうるさかったで。俺も案内頼まれて初めて入ったところが多いわね。天龍寺だけはなんか本当に好きで通ったけど。コロナで空いてるやろうし、来月あたり初の京都巡りする予定や、すれ立てるかも。季節やね。時代絞って回るってのもええんちゃうかな、と最近思う。ちょい込みぐらいで見られそう。大阪通るならスネークしたろ。北部通るっておそらく西国街道かと。3月。ワイもスネークしたろ。嫌がる一致を拉致してホルモン焼きを食わせる。嫌がらんやろ、草。明日は雨休養日にするつもりかな？
滋賀京都を移って、道の駅があんまないのがネックよな。無料で雨宿りできそうなところ。誰かがそっとペイペイ渡して、ネカフェででも休んでもらったらええねん。桂川、淀川の橋の下は先住者がいることが多いからな。立派な畑もあるしな。綺麗な畑だよね、無断。明日は京都行きそうや、さすがに宿の予約するんやないかな。このペースで行くと明日には京都抜けてしまうという事実。幹線道路っぽい。なんか安心なところに出たな。今回の旅で一番夜遅くまで歩いてないか？今日60キロ近く歩いてそうやな。畜生、もう2日早くすれに気づいていればスネークできたのに。いい感じんとこ狙いか？アットタイム近江八幡狙いか？今日、近江八幡と仮定すると、到着がてっぺん超えるかな？なんか、すごい安心できる。文明の香りがしてきたな。内燃機関の車両が走っとる、文明の香りじゃ。明かりって偉大なんやな。やっぱり明かりってすげえわ、サンキューエジソン。江戸時代の街道沿いに常夜灯はなかったんか？油を舐めるのに狸が化ける話があったよな。街道どころか宿場町でも夜道は真っ暗やで。真っ暗闇やったんやな。ちなわいの実家は今でも月齢で夜道の明るさが決まる。Y の成果と同じやな。Y の帰り道は上司の機嫌次第で足取りが変わる。何も言えねえ。上司、今夜暇？ Y、サボテンに水やらなきゃいけないので、ちょっと。あと少し。お疲れさーん。頑張れ一致。お疲れ様ー。休息タイムまでもう少し。一致に会った人いんの？岐阜であったで。頑張れー。あと少し。晩ご飯。この旅の真ん中って京都？芦屋付近やないか。恐ろしいことに前々回のゴールだったスマがちょうど半分くらいらしい。朗報、到着。お疲れ様。お疲れやで。お疲れー。着いたー。お疲れ一致。お疲れ様でした。お疲れ様。おっつー。お疲れ一致。一致おつやでー。ゆっくり休んでや。おつー。どうでもええ豆やけど、エジソンが電球作るとき、フィラメントの素材に苦労して、いろいろ行き着いたのが、明日あたりか明後日あたり、一致が抜けるであろうところの近くの竹。エジソンは割と日本と縁が深いよな。そこのふもとの茶屋のお餅がうまい。走り餅、うまいよね。そこで出してくれるお茶も美味しい。本店行ったことないから、今度行ってみるわ。タケノコは毎年買いに行くんやけどね。タケノコやったら、長岡京市大山崎町の早朝の露店に来るのだ。すまん。男山の方が好きやねん。おう。まあしゃあない。お疲れ。おつやでー。お疲れ様。そういえば一致、夕飯まだだったっけ？一致お疲れ。飯食ってゆっくりドラフト会議の結果でも見てくれ。膝とか足の裏とかふくらはぎ、大丈夫なんかね。しかし今日の徒歩2キはよく歩いたな。計測楽しみだわ。今日も Y の1年分ぐらい歩いとるな。Y の予想だと58から 59km は行っとると思う。一旦戻ったとこもあったしな。ドラフト休憩もあったけどな。50キロ超えは間違いないやろな。ヘトヘトやろなー。まずはシャワーと飯やね。50キロ超えが多いのに、毎回計測のを見てビビる。お昼にソフトクリームと海ちゃんぽん食べた写真しか見てない気がする。今日の保歴？大丈夫？無理してない？ぼちぼちやな。もしかして今まで最長記録か。68キロってマジかよ。一致。ラーメン二郎2杯ぐらい食べないと痩せそう。近江ちゃんぽんはラーメンカウントでいいかな？明日からの天気が少し心配だわね。まとめ3月、距離やべえ。ほんまにおつ。まとめにきいつもありがとうやで、なんとなく童貞わかるからほんまにありがたい。いや、他もまとめてる人いると思うし、一致に迷惑かなとは内心思ってるけど、自分用になんとなく童貞を勝手に書いてるだけや。後で見直して、うわ、一致すげえ、って笑ってまうし。68キロ。68キロ。予想よりも10キロ多い。距離やべえ。68キロ。すげえ。68キロは今回の記録やな。休憩入れてもそれか。そんだけ歩いたら足すり減ってへんか？身長短くなってへんか？お疲れ様、ガッツ出したね。68キロ、すげえ。足のケア、ちゃんとしないと辛そう。さすがにしっかり糖分とタンパク質取らないと筋肉が分解されて栄養源になりそうな気がする。自衛隊の行軍訓練だって3日で100キロなのに。そういや旧日本陸軍の行動教本でも日に40キロ行軍したらその後の戦闘行動は無理、とかなってた覚え。まあ戦闘装備の重さは30とか40キロあるらしいからな。装備なくてもアスリートじゃない限りクタクタだろ。
今までで最長って70キロ超えしてなかったっけ？仙台か青森の時。70キロ超えは4度あるわね。よう数えてるね。スマの時に名古屋あたりの頃で80キロとかあったと思うで。スマの時80キロ超えしてたか、えぐい。14時間近く歩いてても、まあ一致やし。ってなる、さすがの安定感や。みんなサンキューガッツ。雨に備えて今日の工程はめちゃめちゃに長めやったわね。明日の前半戦の最終日、上落に備えて今日は体を休めます。お疲れ様やで、ゆっくり休んでな。おつにき、しっかり休んで飯食って明日に備えてな。おやすみガッツ。おやすみ一致、明日はのんびり上落できるといいわね。一致おつ、ゆっくり休んでや。今日とラーメンはこってりボリューム系やから明日は栄養補給や。おつやで、また明日な。ゆっくり休みなよ、おやすみ。お疲れ一致。一致夜の行軍編。今どのあたりや？近江八幡のネットカフェ教えた書き込みもグッジョブや。14時間歩いて5キロメートル毎時以上のペースってプロのアスリートでもこんな歩けるか。山岳レースやってるやつならゴロゴロいる。世の中には水背負って走るサハラ砂漠マラソンとかあるもんな。一致の歩数ランキング。3月。すげえ。9万超えとかえぐいな。明日は清水寺の足元までで40キロくらいか。徒歩に今日の行軍でだいぶ疲れてるやろし、あんまり無理して進まんやろなぁと思いたい。すごいなぁ、オンジェイミンみんなでこうしたい気分やわ。ワイデブ、速攻力尽きる自信ある。足痛いにならんのか？どんな靴履いとるんや。3000円くらいのスニーカーやで。おつおつ。今日は道教えてくれたおっちゃんが最優秀賞やな。あの抜け道おっちゃんやな。サンキューおっちゃん、フォーエバーおっちゃん。あのおっちゃんはほんまに最優秀賞やな。まとめるとき、道祖人と書こうか一瞬だけ迷った。もしかしたらお地蔵さんが化けてたのかもしれんな。いいと思うで、今回の道祖人として崇めたてまつろう。明日、京都まで来るんなら、ストーカーしに行くけど、スネーク頼むで、応援は大事や。アンクルウェイト差し入れたろか？マリンワールド無料券は嬉しいのでは？今日の宿泊地からマリンワールドまでまだ660キロくらいあるんやな。スネークしてから約3時間半も歩いてたんやな。一致おつやで、明日も頑張って。一致お疲れ、ほんま驚異的なペースで歩いてるんやね。タフすぎてほんと羨ましいわ。お疲れやでー。明日は18時くらいから雨っぽい。蒸し暑くなりそうや。今日はゆっくり休んでや。京都まで雨降らへんとええな。降水確率 20% とか 30% って微妙だな。明日、京都まで行けば、休息日。休息日は大事や。長丁場だから、どこかで蓄積ダメージ解放せんとな。近江八幡からは腰の原通るあたりがちょっと疲れる感じ。あとは大津までは余裕やね。追い分けから山科入るあたりは下り坂でガクーンってなっとる。明日は道に迷わなければいいわね。今日はえらいハードやったな。お疲れやで。おやすみ一致、ゆっくり寝てや。お疲れ一致。11日目続くでー。